チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。皆様こんばんは、聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。ちょっと開始遅くなりまして申し訳ございませんでした。本日はですね、時事雑談ということで、高市自民党が300議席超獲得推定、なぜ誰もが悪の自民党を支持するのかということで、パレスチナやアメリカの動きから高市内閣と自民党、参政党と、内閣の円安問題、そして抵抗運動などの順でお話しする予定でございます。パレスチナ問題とアメリカ、高市自民党の議席300超とファシズムの勃興、選挙と民主主義的抵抗などについて考えます。ということで、現在進行形の社会問題、政治問題、差別やヘイトスピーチ、実在の政治家や著名人について取り扱いますので視聴にはご注意ください。またカラスマ配信中、緊張や集中で思わず笑ってしまうことがありますですが、深刻な話題を軽く扱ったり誰かを笑う意図は一切ありません。それに関してなんですけれども、チャットに固定欄にもつけたんですけど、高市首相のですね、リウマチの持病が今ちょっと大変話題になっておりまして、話題になってるのはちょっと本人が悪いと思うんですが、揶揄や嘲笑、詐病な扱いなどをするのはやめてください。チャット欄のですね、チャットルールの、病気に対する差別に当たると思いますので、ちょっとご協力のほど、納得できない方はもしかしたらいるかもしれないですけど、そういうコメントは控えていただけると嬉しいです。はい。ということでですね、しょうがさん、サリーさん、ミニラトルさん、音花風花さん、アブソリュートさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。YouTube ライブのリアクション機能、チャットに浮かんでいるハートとかがご新規さんをお招きするのに有用らしいので、軽率に連打してくれてます。ということで、ありがとうございます。そうなんですよ。これをまずですね、配信開始前に紹介しようと思っているんですが、実はですね、それなんか強化あるらしくて、びっくりしたんですけど、影響力がないからリポストで協力してられない、あげられない、スパチャはいつも投げられるわけじゃないと。で、なんかこの方すごい人でですね、なんか合計3万回以上そういうハートが乱れ飛んでますね。ありがとうございます。ハートとかリアクションをね、押してくださった、らしいんですけど、リスナーさんがね。そしたらですね、新規の流入が多かったということで、私のね、拡散に、効果があるということなので、協力できる方はですね、ぜひとも、ご協力いただいたらと嬉しいです。はい、ということで、伊沢さんコンカラスです。秋網さんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。はい、しょうがさんにはちょっとモデレーションお願いしております。ということでですね、はい、ありがとうございます。ですね、進化させていただきました。お役に立てるよう頑張りますということで、いや、あまり気負わないでください。ただ今回ね、固定コメントに書いたんですけどね、病気を揶揄するコメントとかは禁止させていただきますので、よろしくお願いいたします。ゴゴブリさんもコンカラスです。博多駅でタムトムさんが演説するとのことでしたので確認してきました。タックス・ザ・リーチのスローガンを掲げながら人権反省をテーマとした演説であり素晴らしかったですということで、よかったですね。ありがとうございます。カラスマはクヨさんと応援しております。はい。ということでですね、いつもの、感じでいくんですけど、パレスチナの現状とアメリカ、高市自民党300議席とやけっぱちの自己責任主義、参政党と高市の嘘800、人民の抵抗運動ということで、リンク集については Google ドキュメントにまとめておりますので、よかったらご覧ください。ちょっとね、中盤、思想的な内容というか、なんで高市さんの支持率こんな高いのっていうところを、にフォーカスしてちょっと考えてみようと思いますんで、ちょっと難しい内容になるかもしれないですけど、参考文献とかいろいろ示してますんで、見てわかる方はね、一目瞭然だと思うんですが、よかったらですね、チェックしてみてください。アベタさんコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。近畿地方の一部の風習だった恵方巻きが80年代に商業イベントで全国規模で広められた。そういうことなんだ。ありがとうございます。いや、その辺のことは支持率の高さの謎というかですね、なんで300議席も取れるんだ、ありえないだろうっていうような、ところがみんな疑問に思ってるところだと思うので、その辺を語っていきたいんですが、まずはですね、パレスチナの話をしていきたいと思います。失礼しました。イスラエル・ガザにおける国境なき医師団の活動停止を発表ということで、パレスチナから伝えもらってくるニュースはですね、相変わらずなんですけれども、ついに
先日からずっと言われてたことなんですけど、MSF こと、国境なき医師団が活動停止に追い込まれるようです。イスラエルは2月1日、パレスチナ人スタッフの名簿を提出しなかったなどの、虚偽の主張により、国境なき医師団 MSF を、パレスチナ自治区ガザ地区での人道支援活動を終了させると発表しました。イスラエルは昨年12月、同団体を含む37の援助団体がパレスチナ人職員に関する詳細情報を提出しなかったなどとして3月1日以降ガザでの活動を禁止すると発表し、NGO や国連から広く非難を受けていました。ハマスがね、MSF の中にいるとか、国境なき医師団はですね、我々の言うことを聞かないとか、そういうことを言ってるわけですけど、国境なき医師団ですよ。国境なき医師団。似た名前の別団体とかじゃないからね。国境なき医師団ですからね。国境なき医師団の活動を停止する組織ってありえないですよね。もはやもう、なんていうか、その辺の独裁国家とかよりひどいと思うんですけど、はい。独裁状態だった国とかでもですね、国境なき医師団の車を走っているので、はい。MSF は同省の措置はガザでの人道支援を妨げるための口実であると非難し、イスラエル当局は人道支援団体に対し、職員を危険にさらすか切迫した状況にある人々の重要支援を中断するかという不可能な選択を強いているということで、全くその通りだと思います。明らかにですね、イスラエルがパレスチナの人たちを苦しめるためにやっていることの一環だと思います。ナミさん、コンカラスです。タムトンの凱旋トーク参考になりますね。と。アイナンドの話少ししますよ。はい。ありがとうございます。私あんまり知識がないのであれですけど、よかったら聞いてください。はい。ということでですね、これはマジかと唖然としました。国境なき医師団がテロリストのわけないだろっていうね。いや、本当お前らがテロ国家なんだよってしか言いようがないですね。はい。意味がわからないし、ハマスがって言えば何でも通るっていうのがね、この人たちの特徴なんですけれども、もう本当ね、その辺の独裁国家の方がマシなのではないかっていう気がします。で、これと合わせた動きとして、イスラエルってなんか、一瞬その停戦してみるポーズを取ったりとか、一瞬平和主義に歩み出すポーズを取ってみたりするんですけど、ガザ南部のラファ検問所が2日に再開するということで、イスラエルは1日、パレスチナ自治区ガザ南部とエジプトの国境にある、ラファ検問所を2日からパレスチナ人向けに再開すると発表しました。ここ唯一のね物資の搬入とかですねガザから脱出するためのルートになっていますので、これは良かったじゃないかと、本当はね手放しで喜びたいところなんですけれども、イスラエルなんでやっぱ裏があるわけですね。アルジャジーラは今朝わずか5名のパレスチナ人の患者と付き添いを乗せたバスがエジプト出発準備でハーンユニスからラファ国境検問所に移動したと報じた。占領軍、イスラエル占領軍ですね、1日50名の患者の出国許可と発表したんですけれども、再び合意違反でわずか5名10分の1になってんですよね。だから50名医療のためにですねエジプトに出してもいいよって最初言ってたのに5名しか出さなかったと。ガザ保健省は海外緊急治療を要する重症患者が約500名2万人以上が要医療避難状態にあるとしているということで、だから毎日ですねエジプトに500人運んだとしても気が遠くなるぐらい時間かかるんですよ。だから500名で重症患者だけで500名ですからね。だから2万名以上運ばなきゃいけないにもかかわらず5人しか出さなかったっていうことで、これも嫌がらせですよね。だからガザの人たちにまともな医療を受けさせないという、嫌がらせをすることを、続けてると思います。マヤクさん、コンカラスです。停戦合意の武器化ですよね。だからそもそもガザには十分な医療支援がないにもかかわらずこういうことをやっているわけですよね。イスラエルの独立系メディアプラス972マガジンっていうですね、イスラエルではですね、非常に珍しくというか、イスラエル独裁政府の、暴虐を暴いたりしている独立系ジャーナリズムがあるんですけど、イスラエル中部の公立病院で働く小児科医でガザの医師たちと連絡を取っているフェルドン医師が、ガザで乳幼児の命を奪っているウェットテント症候群について書いていますということで、これ詳しくはですね、内容を読んでいただきたいんですけど、いわゆるですね、低体温症とか病気の合わせ技ですね。
ガザって今、状態を知ってる方はね、知ってらっしゃると思うんですけど、皆さん避難テントで暮らしてるんですよ。で、テントですから、雨は入ってくるし、風は入ってくるし、今2月ですからね、めちゃくちゃ寒いんですよね。だからこういう状態で乳幼児とかをですね風前の灯火にさらしているので、当たり前ですけれども、湿気不衛生な環境に加えシャワーや乾いた衣服、手洗いへのアクセスも限られ、心筋感染症とか細菌感染、発疹、かゆみなどの皮膚疾患が、たくさん引き起こされてて、気管支炎、肺炎、喘息、などにかかってしまう子どもさんもいるということでですね。はい。これ私いつもガザの人たちのリポストしてますけど、この内容もですね合致してると思います。やっぱり病気の支援求めてくる方がすごく増えました。直接的に命の危険にさらされることが割と少なくなったというところはあると思うんですけれども、子供さんが病気になっちゃうんで、なんとかしてね、薬の代とか治療代をくださいという方が増えてます。はい。こういう状況なのに国境なき医師団の活動をやめさせてるんですよ。信じられないっすよね。はい。いや、ほんとね、だからじわじわとね、殺していくような方法に変えてるだけなんですよね。はい。長袖も満足に調達できない方が少なからずいらっしゃいますね。はい。だからね、今後だから世界で難民を受け入れるっていう方向に行くんじゃないかと思います。ただ、そうだとしても、基本的にパレスチナの方々って土地から離れた場合、二度とね、故国に帰れないし、イスラエルが入国させないので、自分の土地を離れたくないっていう方がね、当然多いので、その場合どうすべきかっていうところではあると思います。で、そういう状況なんですけれども、イスラエルはガザ各地も空爆も、ちゃんと続けています。ちゃんとってなんだよって自分でも思うんだけど、少なくとも32人が亡くなりました。はい。これ、去年のニュースじゃないですからね。2月2日ですからね。日付書いてありますけども。1月31日、パレスチナ・ガザ地区の各地を相次いで空爆しました。一連の空爆で少なくとも32人が亡くなったと地元当局が発表しました。ガザの民間防衛隊によると、犠牲者には複数の子供、女性が含まれ、南部ハンユニスでは攻撃をヘリコプターが家を追われた人々が身を寄せていたテントを攻撃したと言われています。で、和平計画と称する、謎の、計画があるんですけど、和平って何なんでしょうね。1月中旬以降で最も激しい攻撃だとされ、アメリカトランプ大統領の、10月の和平合意以降の、攻撃だということでございますが、そもそも和平なんていうのが本当嘘ですよね。だから停戦合意違反だとね、当然ハマスの方は非難しているんですけれども、またなんかね、ハマスが攻撃してきたからやったんだみたいなことを言っていて、もう何でもありですよね。なんか証拠がなくてもね、ハマスが攻撃してきたって言えば、延々とこういうことを続けられるわけですから、そもそもね、虐殺をやめる気がないとしか言いようがないと思います。で、前提としては、ハマスの側で、最後の人質の方の遺体をイスラエルにお返ししたんですよ。ラングビリさんという方ですね。なので、イスラエル側としては、今までね、人質を返還しないからハマスが悪いって言ってきたじゃないですか。で、その後、人質の遺体を返還しないからハマスが悪いって言い出したんですよ。だから、ハマスは早急に、イスラエル人人質の人のね、ご遺体をちゃんと保管してあったから、返したんですけれども、返しても結局こういうことを続けてるから、意味がなかったですよね。意味がなかったし、結局ですね、こっち側が一方的に、殺される方々の人数が増えてしまって、7万人にね、死者が上ったっていうことをイスラエルがようやく認めたんですけれども、死者のうち2万5千人がハマスの戦闘員だったと、そんな多いわけないだろうって感じですが、だとしても4万5千人が民間人だということですよね。で、しかも、遺体を返し終わったのではなく、遺体を返すのをもうやめたという解釈にすべきだと。これは、パレスチナ側から見た見方です。実際、ハマス高官の無実の嫌疑をかけられ、拘束されてイスラエルの監獄に連行され、性暴力を含む拷問の果てに殺害されたアルシファ病院の整形外科部長の、アルバーシュ医師の遺体が返還されたという話を聞かないと。
だからですね、交換条件として、ハマス側はパレスチナ人の方のご遺体とかですね、人質を返せというような話をしていたんですけれども、もうその約束も全部反故にされてしまったということですね。はい。ということですね。ゴブリンさんモデレーターよろしくお願いいたします。ありがとうございます。こんな国を表敬訪問するどこかの国の議員団と野寺一則ですね。いや、ほんとね、自民党は悪そのものですよ。悪そのものである相手と手つないだんですからね。信じられないですよね。本当に。だから映像でね、見た方もいらっしゃると思いますけどね、ほんと信じられないというかね、何のための停戦なのかっていうか、これは停戦ではないだろうとしか言いようがないと思いますよね。だからパレスチナにイスラエルに拘束されているパレスチナ人の人たちも解放しなきゃいけないにもかかわらず、結局そういう話もなかったことにされてしまってるわけですよね。ほんとひどすぎると思います。で、ただですね、ガザのこういう悲惨な状況は伝わってくるんですけれども、ガザだけじゃないんですよね。西岸地区ヨルダン川、西岸のですね、最新情報なんですけれども、イスラエルによる大規模作戦の一環として1月19日以来、ヘブロンの H2 という地域の住民約2万5,000人が外出禁止令と厳しい移動制限下に置かれています。食料、医療、教育へのアクセスが遮断されています。西岸というのはパレスチナの、こちらから見ると、地図上で見ると、東側にある、ヨルダン川っていうところの川の、左側にある、地域ですね。西側にある地域ですね。国連事務総長は、占領下の東エルサレムにあるウンルワ施設への不法侵入と取り壊しを強く非難し、これらの行為は国連施設への不可侵性を侵害し、パレスチナ難民への必要不可欠なサービスの継続的な提供について懸念を引き起こしていると。いうことでですね、ずっとイスラエルは東エルサレムは自分たちのもんだからここは暴力的に支配してやるということで宣言してはいたんですけれども、まさにその通りのことをやっているわけですよね。東エルサレムから、を含むヨルダン川西岸でパレスチナ人2人がイスラエル軍によって殺害、さらに子供4人を含むパレスチナ人87人とイスラエル人3人が負傷、負傷したパレスチナ人のうち67人はイスラエル軍、20人はイスラエル人入植者によるものだったということで、入植者の連中がですね、またパレスチナ人の人たちに暴力を振るって、それによって争いが生じているわけです。だから今度は、西岸地区をですね、ガザのようにしてしまう気ではないかなということを言われてます。イスラエルとパレスチナの若者を相互交流のために日本で招くみたいなことを日本政府は計画してるんでしたっけ？イスラエルに肩入れする日本にそんな資格は全くないと思います。というか、イスラエル側に肩入れしてる国がそういうことをしてはいけないですよね。どう考えても。中立じゃないわけでしょ。基本的にだからイスラエル人とパレスチナ人の方々を交流させようっていう、アイデア自体がね、もはや中立じゃないんですけど、はい。で、実際の状況を出たりですね、ビデオをミドリーストアイさんが公開してるんですけど、占領下の東エルサレムでは、ワドカトムという地区では、パレスチナ人家族がここに住む許可がないと言われ、自宅を自ら解体させられ、子供たちがハンマーで壁を壊すよう強制されていると、いうことで、もう言葉がないですね。要はパレスチナの人たちが、イスラエル人入植者に追われて、ここから出てけって言われてるわけですよ。だから先に住んでんのパレスチナ人の人たちなんですよ。当たり前ですけど。だけど、法的に住む権利がないと、イスラエル側に主張されて、仕方がないので、このようにハンマーでですね、自分たちの家を取り壊していると、いう話なんですけど、なんで自分たちでやらせるんですか？で、勝手に来て、だからノーアザーランドっていう映画でもありましたけど、大体イスラエル軍って勝手にブルドーザーとかで来て人の家破壊していくんですけど、だからこうやって自分で自分の家を破壊させるっていうのも嫌がらせの一環だよなと思います。はい。ですね。移民っていうか移民じゃなくてやっぱり入植者問題ですよね。
人の先住民のいるところに入植する人間がこういう問題を起こすのであって、移民というのとね、やっぱり一緒くたにしてはいけないような気がします。どこまでグロテスクなのかっていう話ですよね。はい。そう、羊を盗んだりね、オリーブを切り倒したりとか、人のもん取っていくわけですからね。だから植民地主義的なムーブって、日本がね、沖縄に対しても、行っていることですけれども、基本的にその権力の、巨大な方からですね、権力であったりとかお金の、ない方に対して、移住していく。ね、強制的に移住していくっていう、ムーブがあると思うので、移民の方々って逆のパターンが多いじゃないですか。だから移民は移民なんだけど、日本からの本土からね、沖縄って今琉球王国じゃなくて沖縄っていう県ということになってるので、沖縄に移住する人って普通、移民とは呼ばれないと思うんですけど、入植者は入植者ですね。はい。アメリカの開拓移民は全部入植者ですよ。はい。それは当然そうですね。ネイティブアメリカンの住んでた、土地の人たちですからね。はい。で、このようなですね、ちょっと悲惨なパレスチナの状況なんですけど、それに対してね、最も責任のある超大国であるアメリカが今何をやってるかというと、選挙を禁止しようとしていました。選挙を禁止するって何っていう、話なんですが、ドナルド・トランプ、自称大統領は投票を国有化すべきであると主張しています。現在、州政府が持つ選挙管理委員会権限を連邦政府に移管し、不法移民による違法投票を阻止すべきだなどと発言。ミネソタ州では3度勝利したにもかかわらず、ソマリア人の不正のために負けそうになったと言い出したと。FBI はジョージア州の投票用紙を押収して投射しており、国家情報長官が捜査現場に出向いている。ロシアで行われている選挙もどきがアメリカで行われることになりそうだと、いうことで。やっぱり一歩先を行ってますね、トランプ大統領は。我が国がですね、不正な選挙によって自民党が300議席を超えようとしているわけですけど、トランプさんはですね、選挙そのもので取り締まれと言って、地方の人たちに移管していた選挙をですね、自分たちで行おうというか、何もかもですね、自分でコントロールできるようにしようとしているそうでございます。どんどんアメリカの民主主義がですね、音を立てて崩壊していってますよね。なんでこんなことをやってるかっていうと、あまりにトランプの支持率が低すぎて、おそらく中間選挙をまともにやったら、弾劾されるんじゃないかっていうふうに言われてるからです。はい。原因はこれですね。エプスタイン文書が追加公開されました。ラトニックを主老氏の名前もということで、米司法長官は30日、性的人身売買や性暴力で起訴され、亡くなった、ジェフリー・エプスタインという、どうしようもない下道がいたんですけれども、この人に関する数百万件の資料を新たに公開しました。これはですね、いわゆるマガの人たちが待ち望んでいた展開でして、エプスタインの闇を暴け、ディープステートだと言ってたわけなんですけど、ディープステートにですね、あろうことがトランプ本人の名前も入ってた上に、トランプのお友達でありラトニックさんの名前などもちゃんと入っていたということですね。はい。これ分かってたんですかね、トランプはこうなるっていうことを。今になってね、エプスタインと私は関係ないみたいなことを毎日のように言うようになっているんですけど、確かに友達であって、そのトランプが性暴力等に、加担したという証拠は今のところありません。それはあくまで陰謀説です。なのでね、そこには注意しなきゃいけないんですけど、ヒラリー・クリントン国務長官の資金集めパーティーにエプスタイン氏が招待されたとか、ビル・クリントン大統領もですね、改めてエプスタイン疑惑について、私はやってないみたいなことを証言する意向だというようなことで、確かにビル・クリントンはここまで来てね、かなりのね、親しい仲だったらしいんですけども、証拠がないっていうことで、加担はしてないのかなという思いたいところなんですけど、新たな公開文には、非常にわいせつな内容であるとか、300万ページ超の膨大な文書データが含まれているということで、各所の報道機関がですね、内容を分析してるんですけど、まだ全容は、明らかになっていないそうです。はい。選挙禁止
いや、本当暗黒啓蒙ですよね。もう完全に独裁モードに移行しようとして、まあ、エプスタインがあろうが何があろうがですね、私が、修正大統領なのだと言いたげなんだと思いますね。はい。イスラエル入植者による車でのひき逃げなどアルジャジーラの映像を見るとすごく悪を感じるものがありますね。はい。そう、トランプはただの犯罪者ですからね。そもそもトランプだって犯罪者だからね。性暴力犯罪者ですしね、ありとあらゆる犯罪を犯していますので、まあ、やっぱり犯罪者をトップにしてしまうとですね、国が崩壊するという、良い例の一つになっていると思いますね。まあ、だからね、まともに選挙すれば弾劾できますよ。まともな選挙ができれば弾劾できる。だけど、まあ、まともな選挙をさせないためにありとあらゆる手段を尽くそうとしてるわけですよね。はい。まあそんな記録よくできてきましたねってことで、今名前があったんでですね、先にちょっと公開するか。ですね、イーロン・マスクの名前もありました。この CNN の内容ね、かなりエプスタインの写真も出てきてるんで、ちょっと閲覧注意なんですけど、今回エプスタインの写真は出しません。犯罪者なんで。まあみんな犯罪者なんだけどな。ハイテク企業の大富豪イーロン・マスク大先生が12年と13年にエプスタイン島の旅行を調整しようとしていたことが記されており、まあイーロン・マスク慌ててですね、X にですね、私が彼のロリータエクスプレスで空の旅をするよう何度も誘いを受けたが、私は絶対に断ったぞと、何度も言っているんですけれども、まあ、イーロンマスクってちゃんと書いてありましたので、まあ、イーロンマスク氏がね、エプスタインとお友達であったことは確定ですね。はい。まあ、エプスタインって世界中の富豪と友達だったので、もちろんね、彼の性犯罪に関わっていたとはまた別の問題ではあります。はい。シンズさん、コンカラスです。そう、日本の首相もね、もともと、だから嘘つきですからね、大嘘つきだし、トランプと一緒ですからね、そこで。はい。ロリータエクスプレスという名前がなんていうかそう隠すつもりがないっていうところに無自覚ムーブだったんじゃないかというそこらしではというかなんというか。基本的にだからそのネイティブの人たちの生活を破壊したりとか逆にね支配したりするっていう目的で出てくるのが入植者だと思いますよ。まあ、北海道に対するね和人入植者もそうだしアメリカに対する、まあ、開拓移民と称した入植者もそうですよね。はい。ヤカマケンタさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。安倍晋三もエクスプレスしてたりしたいの。残念ながらね、伊藤浄一さんっていうなんか、日本の IT 関係、テック関係の、偉い人が、名前があった。まあ、資金を彼提供されてたらしいんですけれども、それぐらいで、あと日本人はね、多分英語があんまり話せる人がいないから関わりが少ないのだろうということで、エプスタイン文書には登場しておりません。はい。まあ、でもこれから出てくるかもしれないですね。ということでですね、他にもですね、イギリス労働党今、スターマーさんという人がこの前、高市さんと握手したということで、もしかして、高市さんのね、病気を悪化させたのスターマーなんじゃないかっていうぐらい、なんか、強く握手してたんですけど、イギリス労働党の重鎮が離党しました。エプスタイン文書に名前が書いてあったそうです。労働党重鎮のマンデルソン議員が党員資格の返上を表明したということで、まあ、イギリスはね、そもそも王室関係者が、チャイルドマレスターで、まあ、エプスタイン島に通っていたことが、まあ、バレていってまあ、だからイギリスはどれだけ汚染されてるんだという感じなんですけれども、まあ、おそらくですね、もっと関わってる人間がヨーロッパ中にいるのではないかと言われております。まあ、こんな感じなのでですね、トランプがまともに選挙されれば、おそらく弾劾はされてくれるんですけど、まともに選挙させないために、こう、ありとあらゆる手段を使ってですね、自分の、疑惑等から目をそらそうとしているので、まあ、今後もですね、世界中が監視を続ける必要があるかなとは思います。はい。ということでですね、そう、アンドリュー元王子ですね。王子のくせに王席を剥奪されるっていう前代未聞のね、チャールズ英国王の弟なんですけど、実の弟なんですよ。実の弟なのに、まあ、女性に対して乱暴しているような写真が出てきたということでですね、まあ、もちろん以前からもう分かりきってたんで、事実上王室を追放されてるんですけれども、まあ、改めてね、どうしようもない性犯罪者であったという証拠が次から次へと出てきてしまっているということですね。もうイギリス王室も解体すべきじゃないですかね。日本も天皇制やめるから王室制やめましょうよ。
こんな腐りきってたらもうどうしようもないでしょうね。だからイギリスの王室派の人たちとかって何考えてんのかなと正直思うんですけど、まあイギリスにもですね、王室反対の人たちが結構世論で盛り上がっているそうです。はい。うんうん。そうなんですよね。エプスタインの経歴ってすごく不可解な点多いんですよ。なんかね、謎にその大学教授とかからまあ投資家になって有名になって大金持ちになってみたいな。でも誰かパトロンがいたんじゃないかとか、いろんな疑惑がまああるんですけれども、その辺のこともね、明らかになっていないので、未だに謎が多い人物ですね。まあだから彼もやっぱり暗殺されたんじゃないかとか、まあね、口封じしたい人は山のようにいたと思うので、まあ殺されたんじゃないかっていう疑惑はあるわけですけども、元妻のギレーヌ・マクスウェルっていう人は未だに収監されていて、まあ口を閉ざしているっていう状況ですね。で、彼女は特に殺されたりしていません。はい。いや、ほんとね、王室も天皇制もいらない、栄養室も天皇制もいらないですよ。イギリスと日本一緒にやめましょう。だからね、エプスタインはただのね、なんか先端だったのかもしれないですけど、まあ、ただね、ディープステート陰謀論とね、接続しがちなのでね、そこは本当気をつけた方がいいと思います。マジでね、ディープステート信じてる人はエプスタインをなんかサタンの使いだと信じてる人がいるので、そういう陰謀論には気をつけてください。はい。そうですね。女性だという理由で天皇になれないの、女性差別そのものですからね。まあ、天皇制そのものが差別なんだけど。ただ最後にですね、一つ、まあ、希望のあるニュースとかを、紹介して終わりにしたいんですが、ガザには生活必需品が今ありません。まあ、医療もないぐらいですよね。故郷に戻ろうとするパレスチナ人の最初の一団が到着しました。ガザの人々はガザを捨てないということで、これ信じがたい映像なんですけど、先ほど、ラファ検問所が少し開いたっていう話をしたじゃないですか。なんとエジプトからですね、外国に逃げていたパレスチナ人の人たちの一部が帰ってきたんですよ。今の状態のガザに。だからまあ彼らの本当、愛国心というか愛嬌心というかやっぱり凄まじいですよね。だから何が何でもその土地で生きるという意志が強い人たちだと思いますので、イスラエルはですねもう負けてるから何をしたってパレスチナ人の人たちは出ていかないんだから早く彼らの権利を認めてですね居住権を認めて国家承認もですねさっさとしないと自分の国が滅ぶことになるんじゃないですかと思います。はい。ということでですね。そうですね。王政を敷いたからといって、王政も悪なんで、確かに悪なんですけど、大日本帝国も悪であったことは、それはそれで変わらないのでね。大日本帝国だったり、ファシズムであったりとか、大体日本の権力者ってね、その天皇と緊張関係にあったり、なんか最近足利尊氏のアニメとかありますけど、逆に天皇を利用したり、天皇と戦ったりした人たちもいたわけですけど、はい。どちらにしろね、権威主義的権力っていうのはね、大体すること一緒なので、旗はこれ、そうですね、エジプトの旗ですね。はい。ということで、パレスチナと、アメリカの話でございました。はい。ということでですね、ちょっと皆さんすいません。少しお待たせしてしまいましたが、お待たせしました。高市さんがというかですね、今度衆議院議員選挙が開催されるんですけれども、与党高市自民党が300議席超を獲得する見込みだという世論調査が出てきましたので、ちょっとニュース映像を見ていただきたいと思います。現者合わせて16万2000人以上が回答しました。自民党は高市総理の人気などを追い風に選挙区の半数以上で優位に戦いを進めています。また比例代表も支持政党を持たない無党派層の投票先でトップとなるなど議席を伸ばす勢いです。現在の情勢では単独で過半数を大幅に超え300議席台を伺っています。連立与党の日本維新の会は比例で伸び悩んでいて、選挙区も前回全勝した大阪で接戦となっている区があり、公示前の勢力を維持できるか微妙な情勢です。ただ自民維新を合わせると300議席以上を確保する勢いで、参議院で否決された法案を再び衆議院で採決して成立できる3分の2に達する可能性があります。
一方、中道改革連合は全国的に苦しい戦いか接戦の選挙区がほとんどで、比例も公示前の議席に達するのは難しい情勢です。現状では100議席を割り込み、公示前の半数以下に議席を減らす可能性もあります。国民民主党は比例は前回並みの議席となる勢いですが、選挙区で優勢に戦う候補者が極めて少なく、公示前の勢力が維持できるか不透明な情勢です。共産党は優勢の選挙区がなく比例も伸び悩んでいて、公示前の議席を確保できるかは微妙です。れいわ新選組は選挙区の候補者が全て劣勢で、比例についても苦戦していて議席を大きく減らす情勢です。参政党は選挙区で擁立した182人がいずれも厳しい戦いとなっています。比例では大きく伸ばすものの、去年の参院選ほどの勢いはなく、現時点では10議席前後となる情勢です。減税日本友国連合は苦戦し、議席を減らす可能性が高く、日本保守党と社民党は議席を維持獲得できるかが焦点です。チーム未来は比例で一定の支持を得ていて、5議席以上が視野に入っています。一方、今回の調査では選挙区のおおむね4分の1が接戦となっていて、投票の態度を決めていない有権者が2割程度いるため、選挙戦の後半で情勢が変わる可能性もあります。はい、ということで、FNN と朝日新聞の調査でですね、自民党と維新で300議席超を伺っているという結果が出ました。中道改革連合を半減する可能性があると。参政党未来に勢いがあるということで、朝日新聞社は37万人を対象に電話とネットによる調査を実施し、自民党は単独過半数233議席を大きく上回る勢いであると、日本維新の会と合わせると300議席超を伺う、中道改革連合を振るわず公示前勢力から半減する予定可能性が出てきた、国民民主党は横ばいであり、参政党はチーム未来は議席伸ばすけども、参政党はさすがに選挙区では勝てないんじゃないかという、見込みが出ております。マジでっていう感じですけれども、これでですね、いろんな人たちが驚愕したり、中にはですね、諦めてしまった人もいるんですけど、全く諦めるには早いと思いますし、共産党さんはね、伸びるかもしれないというようなことを言われておりますので、まだまだ諦めてはいけないと思います。キノリオさん、ケイトさん、アンナ A さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。エプスタインファイル JKR の名前あったみたいですね。本当に。だからエプスタインって本当何でもありなんですね。ありとあらゆる金持ちに声かけてたんでしょうね。ですね、この反動ファシストの何がいいのだろうか。本当ですよ。これをちょっと説明しようと思うんですけど、うちの選挙区には前の選挙が立憲が勝ったんですが、今回は自民党の候補者が優位。そういう選挙区が多いみたいですね。ただなんでかというか、今の状況だったら自民党中道が結構接戦の選挙区多いんで、これはね、やっぱ自民党優位すぎるんじゃないかというような、感想が結構出てますね。あと共産党さんの支持は上がっているので、チーム未来が大幅に議席増やしそうで、それは嫌なんですけれども、はい。左派政党がね、完全に敗北というような感じでは今のところないかもしれません。中道は中道なので、極右とネオリベの組み合わせ最悪ですよね。日曜日に岐阜県の、自民党凱旋に行ってきました。日曜討論と、魚竹がした日のやつで元気に手を振ってました。その映像よく出てましたよね。だからサビオ扱いはしちゃいけないと思いますけれども、なんで選挙応援に行ったのかという話もちょっとしたいと思います。実は期日前投票行ってきて小選挙区は共産、比例は社名に入れました。ありがとうございます。ありがとうございます。参政党と保守党の候補がいて普通に、候補擁立できるだけど勢力があることにビビったということで、参政党は本当怖いですよね、マジで。180は多すぎでしょ。はい。2日前から準備してた。そうなのなんかそんなスクープが出てたのか。今回はちょっと一応サビオとかわざとではないという前提でちょっと話を進めたいと思います。諦めては絶対いけないですね。ネギトさん、ロールさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。シミさんか、ごめんなさい。ありがとうございます。ちょっとID が変わっていたので。共産党のボランティアに行ってきましたが、急な選挙で手配が間に合わず、ビラを配る地域も絞っているそうです。なるほど、そうでしょうね。だから野党側はやっぱり不利なんですよ。中道さんだってね、いきなりやっぱり連合したから準備万端なのかと思われたけど、そうでもやっぱりないですよね。はい。
私は日本っていう国が全然わかりません。他の極右政党支持者は本物が登場したから自民党に戻ったのでは。まあそうですね、参政党の人気が減って高市人気が上がってるっていうのはそういう現象だと思います。はい。エプスタイン文書のニュースに触れるときは自分が望んでいた情報が出てきたときこそグッとブレーキ踏まないと一気に引きずり込まれそう。そうですね。陰謀説をばらまいている人はたくさんいるのでちょっとそこは本当気をつけてください。はい。エプスタインはね、そう、世界中の金持ちに粉かけてたみたいなんで、まあありとあらゆるね、ザッカーバーグとかオバマ大統領とかの名前もあるんですけど、もちろんオバマはね、加担はしてない、犯罪に加担はしてないと思いますので、はい。そこは要注意ですね。比例は共産党小選挙区は中道かなと思いました。全政党準備不足だからそこは心配しなくていい。まあそうですね。自民党からしてあれですからね。オバスンさんコンカラスです。もう諦め始めてしまいましたが、まだ頑張らないとダメですね。いや、まだ諦めるには早いですよ。はい。そう、いろんなね、要因があるんですけれども、まあそもそもね、この結果盛りすぎじゃないかっていう指摘がいろんなとこから出ています。三原美月さんのね、いつも選挙分析してる方のノートなんですが、500円でですね、ちょっとお見せすることはさすがにできないんですけど、私買ってるので、で、今回の朝日の調査結果が、共同通信とかの調査に比べてももちろん日付が後だから、まあ後で朝日が調べたら、さらに自民党が有利になってたっていう風にも見えるんだけど、一気に自民党側に情勢が傾いてるんですよね、2日間ぐらい。まあそれはね、記事見ていただければわかると思うので、よかったら興味ある人は、購入してみてください。なんか朝日偏ってないかっていう、まあ疑念が出てくると思います。で、こちらは、別の方で世論分析と選挙情勢予想を、まあ無料でやってる X アカウントの方なんですけど、まあ、自民党の議席予測のね、中間予想がこの方出してるのが195と。まあ、これもかなり多いなと思うんですけど、まあ、維新と足しても、まあ、220いくかいかないかぐらい。まあ、これがですね、三春さんの分析も見たんですけど、大体いいとこなんですよ。全然300届いてないなんて、まあ、話じゃないですか。だからね、明らかにやっぱ朝日盛りすぎなんですよね。だから自民党と維新、この方の分析だと、もちろん比例区もね、話もあるけれども、小選挙区だけだと2つ足しても、そこまで大勝ちはしてない。で、比例区では、まあ、70とか12とかっていう数字が出てるので、確かに、これ全部足したら、70、270と、290と300っていうことで、まあ、確かに中央値ね、300議席ぐらい、維新と足したらですよ。維新と足したらなるんだけれども、まあ、だけども、どうなんだろうなっていう感じですよね。加減が118ですからね。で、中道の加減が7とかとんでもないことになってるんですけど、ほとんどが激戦区なんで、最大で120まで伸ばす可能性もまああるんですよね。まあ、そうなってくるともう何が何だか分かんないですよね。だからまあ最大取ったとしてもまあ合わせて300ぐらいっていうことだからなんかね地滑り的大勝利みたいなのを安倍晋三政権とか小泉政権みたいなのを想像してる人も結構多いみたいなんですけどそうでもないんじゃねっていうまあ話ですよね。で、前回9議席だった共産党さん、今回ね、4議席しか、まあ、取れないんじゃないかっていう予測をこの人立ててるんですけど、最大で9議席になってるんですよね。で、朝日の予想だとね、結構7議席か9議席ぐらい取れるのではないかってなってるんですよ。だからどっちなんだよという感じなんですが、まあ逆に朝日新聞の調査だと、共産党さんはね、10議席もしかしたらいけるかもしんないぐらいの、勢いはあると。で、比例で9で、まあ小選挙区でね、赤嶺さんが勝てば1なので、まあ合わせて10議席で、本案の提出検討を手に入れることができます。はい。ということですね。あやぱつれわさん、コンカラスです。朝日新聞をなぜか右翼の人たちはリベラル左翼系だと思っていて、左翼が好きで重用しているメディアだと思って全くそんなことないですからね。ネオリベですよ、彼ら。基本的に維新とかの味方だからね。はい。どんだけ維新と国民民主を持ち上げてきたかというで朝日罪深いんですよ結構。さすがに今回の世論調査の中身自体をいじってるわけじゃないだろうけどやっぱりバイアスかかるじゃないですか。だからバイアスかかった結果をそのまんま発表してたらねそれ300議席とかになるよなっていう話っすよね。はい。まあもちろんね参政党の支持が全部戻って
てるような感じの議席数ですから、参政党小選挙区勝利0に対して195ですからね、圧倒的じゃないかって感じなんだけど、小選挙区で一つも勝てないっていう、参政党結果になりそうなんですよ。おめでとうございます。なんのはいいんですけど、自民党支持に全て、戻っちゃった感じですよね。日曜日が1回しかない選挙って何なんだよ本当だよね。はい。選挙期間もっと長めにしないとダメですよね、本当に。だからこのやっぱり短期決戦で自民党に都合のいい日程でやられたから、やっぱりここまでやられそうになってるっていうのは、事実は事実ですよね。そして CM 流しまくってますからね。後でそれを言いますけど。高市早苗さんの耳障りのいい言葉が YouTube の広告などでも流れてきた人がいたと思います。朝の9時ぐらいにいきなりラジオから高市さんの声が流れてきました。そうですね。やっぱり中道さんのポジ取りが失敗しているのではないかみたいなところはあるんですけど、今はちょっと応援するしかないですね。チーム未来とかいうジャンク品の大鳥リターンの議席が座席が7つ。いや、それがおかしいんだよな。なんで未来が議席数伸びて、こんな爆伸びすんのっていう。でも、どの予想でも未来議席伸ばしてるんで、おそらく5議席は取るし、国政政党になると思います。チーム未来が。はい。信じられないけど。いやー、ほんと嫌になるな。7議席予測してますからね、この方ね。割とこの方いろんな世論調査見て、予想してるらしいんですけど、7議席ってそうですね。やっぱり政治的にノンポリの人が多いからね、耳障りのいい言葉に弱い。ポピュリズムにやっぱり弱いんでしょうね。それは間違いない傾向だと思います。それよりちょっと、なんか自分の独自の話をこれからしようとは思ってるんですけど、過去に自民優勢の報道が出た後で最終的に1位まで躍り出たことを清水正さんが話されてました。まだまだわからないとおっしゃってました。朝日と産経のこの記事は罪深いですということで、そうなんですよね。だからね、途中でやっぱり世論調査をババーッと報道してしまうこと自体に問題がありますよね。はい。高校野球応援しまくってるしね、パワハラ問題とか絶対言わないからね、朝日新聞ね。自分がスポンサーですからね。どこが左翼新聞やねんという感じですが、NA143 参政党バスター3コンカラスです。高市さんの政治資金規正法違反全く影響なしっていうことですね。はい。なんかね、やっぱ諦めさせようとしてんじゃないかっていう気がしますよね。はい。ネット調査のみみたいですよ、選挙区は。そう、朝日新聞のね。それは自民党圧勝予想になるだろうっていう。確かにネットで予想したらね、自民党有利に出やすいだろうっていう、その偏りもおそらくありますよね。はい。今回はでもね、選挙資金の、多い自民党が有利な選挙日程の短さであることは間違いないし、イメージ戦略とかでもね、やっぱり自民党が上回ってるかなというところではありますし、そもそも高市さんのね、人気が初の女性総理ということで異様な人気があるので、それに乗っかった選挙であるっていうことではありますよね。新しいもの好きは未来行く、令和国民賛成から移動しただけです。そっか。必ず新興政党に入れてるっていう一派がいるのか。なるほどね。なるほどね。それはあるかもしれないですね。はい。未来は同性婚反対です。はい。私は論外だと思ってますね。ドメキレオさん、マオさん、コンカラスです。チーム未来はただの行儀のいいし。チーム未来の悪口がすごい。いや、でもチーム未来マジでやばいからね。ほんと同性婚に反対してるって聞いたときはね、私耳を疑ったんですけど、って、あなた何言ってんのみたいな、感じだったんですけれども、いやー、ちょっと冗談じゃないよっていうね、チーム未来のそのなんて言うんだろうね。なんか主張というか、佇まいでて、そこまで反リベラルっていうのすごいですよね。はい。サズデさん、コンカラスです。他の VTuber の方、選挙の話してました。そうなんですね。左翼の VTuber さんいますなかなかいないと思うけど。初の女性首相は応援したかったですよ、本当に。辻元清美さんだったらね、多分私石投げられても普通に彼女応援したと思うんですけどね。はい。もちろん、たぶともさんでもね、応援しますけどね。本当に。
まあでもテックライトだからね、ある意味暗黒啓蒙とちょっと関係あるんですよね。これから暗黒啓蒙の話しますけど、スレッズでは高市さんをエクストリーム擁護してますという、そうみたいですね。なんかすごい高市批判、反論の投稿めちゃくちゃ多くてやばいらしいですね。はい。行儀のいいし高市首相は相撲の土俵に上がらないとかですね。まあそうですね。やっぱり男性のそういう家父長制に適合して出世した人だから、まあそもそもね、反フェミニストなんですよね。女性ですけど、だからそのイメージの反転があると思いますよね。同性婚賛成派だって思われてたりするじゃないですか。そんなわけねえだろって感じなんですけど。はい。中道は公明支持層と立憲支持層がそのまま支持層になれば割といくと思うんですが、立憲支持が割れてしまったのか。まあ、私みたいな左翼な人がね、私は戦略的には中道は全然応援できる方だと思ってますけど、まあ、離れたっていうのはあると思いますけどね。はい。まあ、中道さんの悪口は、まあ、今のところはちょっと控えるところにしときます。後でいろいろ言うけど。まあ、ただ、朝日新聞の今回のね、まあ、結論に戻るけど、やっぱりひどいですよね。いきなり、だって選挙の途中盤、最終盤でこんなこと出されたらみんなやる気なくすじゃないですか。だから、中道応援派の人とか共産党支持者の人には結構諦めちゃったり、絶望しちゃったりしてる人たくさんいたんですけど、バンドワゴン効果っていうものであって、勝ち馬に乗れをメディアに演出してるけど、朝日新聞はどこ行ってんだっていうね、お前は誰の味方なんだよっていう。結局、高市の味方かというですね。まあ、当然の反応だと思います。そしてまあメディアの反応といえばこれなんですけど、議論の場から逃げる姿勢と決めつけ非難する方には痛みのわかる政治は難しいでしょう。政治は想像力です。相手を思いやる気持ちが必要ですと。まあ一応今回チャットでだから作業扱いはやめてくださいということで言ったので作業扱いは私しないんですけれども、衆議院議員の鈴木貴子さん自民党がですねこのような主張をしてます。まあ何かというとこれ共産党さんと社民党さんがですね、先日高市早苗首相がすいません間違えた、各1日に各党首らによる NHK の日曜討論への出演をしようとしていたんですけど30分前に急遽ドタキャンしました。でこれについてまあだから選挙前なのに日曜討論も出ないのっていうことで、抗議を文を提出したということです。まあ夕待なのでね手を痛められてしまったということで、まあそれ自体は私はしょうがないと思います。なんですけどその後に岐阜愛知両県で街頭演説したということで、まあですね差別扱いする人がたくさんちょっと出てきてしまっているという状況でございます。でサビを扱いすんのは良くないし、結局、だからこうやってね、相手に利用されるから、私は病気を揶揄したりするのはね、もちろん良くないと思いますし、ダメだと思いますよ。ダメだと思うんだけどさ、政治は想像力とか言うんだったら、高市さんはリウマチでありながら、このクソ寒い中、リウマチ及び難病患者を特標所に行かせ、ロキソニンなどの薬をですね、値上げしようとしているんですよ。これ許せないですよね。だから自分だって苦しんでんだからなんでこんなひどいことすんのっていう話じゃないですか。鈴木さんとかはねずるいですよね。絶対こういう都合の悪いことは言わない。はい、関節リウマチは難病指定されていません。高額療養費以外に頼れるものはありません。今すぐ高市首相は引き上げ撤回を決断してください。リウマチの痛みで苦しむ患者からロキソニンを取り上げないでください。はい、保険から外されればですねアトピー性皮膚炎の患者さんなど、リウマチの患者さんなど甚大な被害が出ます。高市さんは考え直してください。はい。ということでですね。黄金の時代さん、初コメありがとうございます。ありがとうございます。そう、まあ、午前中病院行って昼から仕事はね、普通にあることですからね。だから、それ自体が、だから差病だと言ったら、それは差別だと思うんで、それは言い過ぎだと思うんですけどね。うん。だけどね、やっぱりこういう、なんかね、OTC 保険医療外しみたいなことは、いくら維新に言われたこととはいえ、やっぱりやっちゃいけないですよね。自分だって病気なんだからさ。はい。うん、だから共産党、社民党さんは差病とは言ってないですからね。一言も言ってないんですよ。一言も言ってないのに、こうやってなんかね、逆手にとって意地悪なこと言ってるわけですよね。だから想像力っていうなら、リウマチの人たちの想像を働かせろよっていう。寒い中投票所行くの苦痛でしょ。はい。うん。
だからね、抗議文を送ること自体は当然なんですよ。はい。だから、そう、高市さんはだから痛みのわかる政治っていうのをですね、してほしいっていうやつだったら、そう、私も苦しむからお前を苦しめって言ってるようにしか見えないですよね。こんなムーブされると。だからそういう患者さんの話を少しは聞いてくれよっていうことなんですけどね。ロキソニンの値上げは本当に勘弁してほしいですね。はい。バンドワンゴン効果とアンダードッグ効果のどっちなんだろうか。高市首相は占領ではない一般人ではないですね。まあそれはそうなんですけどね。まあただね、まあそれはね、なんか日本の国会とか議員さんってやっぱ健常者至上主義的なところがあると思うので、まあ病気の人とかね、やっぱり障害持ってる私みたいな人間とかはね、なかなか政治の場に出てこれないっていう問題があると思います。それに関してはね、やっぱり病気の人とかを排除してるっていう前提があると思うので、まあ、本来だったらね、首相が自ら、自分は病があるということを示した上で、まあ、こういうね、治療薬とかを普及させるとか、そういう動きをしてほしいとこなんですけど、真逆の動きをしてますからね。そう、自分のしたた苦労をね、他人にさせないっていうのが、まあ、首相のね、役目じゃないかと思うんだけど、なんでやねんっていう感じですよね。そう。でも結局お金があるからね、普通に自分買えるからいいんだっていう考えでしか見えないっすよね。はい。そう、医療のキリストはね、オリベです。はい。これは維新の進めてる政策なので。そうですね。文春が日曜討論の出演キャンセルを2日前から準備してたっていうスクープ出したみたいですね。だからそうなるとやっぱり、なんで病気って言っちゃったのかなっていう。そうね、手を怪我したんだったら普通逆ですよね。凱旋の方をね、人に代わってほしいっていう、感じでしたけれども。そうですね。だから、なんか握手を揶揄したりする写真はちょっとやりすぎだと思います。はい。ということでですね。まあ、なので、高市さんがですね、病気をして何をしてたかっていう話なんですけど、自民党公認の鈴木淳二さんの応援で愛知県に伺っていたそうでございます。はい。まあ、このようにですね、頑張って応援の演説をされていたんですけど、はい、鈴木淳二ってなんか聞いたことあるなと思ったけど、裏金議員ですね。はい。60万円の不記載を公表し、総務大臣を辞任した鈴木淳二元衆議院議員でございます。比例との重複立候補できなくて、1年前に落選してます。はい。なんでこんなやつの応援を病気をしていくんだよって優先順位おかしいでしょ。日曜討論に出ないのにですよ。鈴木淳二の応援に行ったんですよ、この人は。だから完全に優先順位間違ってますよね。なんか鈴木も鈴木で断れよっていう話なんですけれども、まあだから、まあ60万円とね、比較的裏金議員の中では、定額なんですけれども、この人統一教会関係議員でもあるんで、まあそのことをですね、前回の選挙では暴かれて、見事落選して、愛知7区の方々は助かったわけですけど、また復活しそうになってるわけですよね。もう、信じられないですね。なのでですね、まあ今回出演している、裏金統一教会系議員の皆さんはこのようにずらずらと並んでおりますので、よかったらリンク先を参照してください。はい。ということでですね。そう、代役の田村さんがね、出演するタイミングもおかしいんですよね。だから最初からやっぱりね、出るつもりなかったんじゃないかという気はしますよね。はい。この鈴木成菓というやつ、祖父から続く3代目なんだけど、祖父と父が作った地盤にあぐらかいてセクハラをして落選しました。さらに最悪なことが出てきましたね。そっか、セクハラ疑惑もそうか、あったか。すごい。すごい。いろんな意味ですごい。ここには書いてないですけどね。いや、信じられえやつだな。だからそこまで見事な落選を演じておいてですよ。そこまで見事に落選した、Wii を得て落選したやつがですよ。また復活しようとしてるんですよ。高市さんの応援で。で、高市さん病気をしてこうやって出てるってことなんですよ。信じられんでしょ。断れよっていう話ですね。はい。まあそうですね。どんなスキャンダルも燃料にして突き進むのはね、安倍晋三さんっぽくはありますよね。確かに後継者を自称してますからね。いや。
レオリベの福祉キリストの理論的、ハイエクの霊俗の道への社会福祉が全体主義への道になるという古代妄想が元で、なるほど、ありがとうございます。ありがとうございます。驚かないが治療後すぐ行くのはさすが高市だったの。地で落ちてもらわないと。赤旗のアシストが無駄になるって、支持者と握手したせいと言ってたの。その主張もちょっと変えてるみたいですね。はい。日曜討論に出演しなくても裏金議員や統一教会のことをしっかり説明しろって。いや、だから演説で説明しろやってことですよね。ほんと、鈴木の前で説明しろよってまあ、そんな感じで呆れてしまう高市さんなんですけど、なんて高市さんがこんなに人気のあるのかという、ちょっとようやくすいません、本題なんですけど、異様じゃないですか。いくらね、なんかポピュリズム的な宣伝効果とか、そういう短期決戦効果とかいろんなものが重なったとしても、なんでここまで自民党が躍進するのかっていう話なんですけど、いろんなこと言ってる人がいるんですが、もう日常生活の向上を捨てて漠然とした強い日本という妄想の中で生きていきたい人が多数派だということが顕在化しているのではないか。その場合、誰が具体的に割を食うかといえば年配者ではなく若い人たちであろう。間違いなく経済徴兵制の具体化が見えてくるだろうと。多分、多くの若手の自民党支持者は自分に身体的負担が迫るまでは今のままの認識でいくんじゃないかと思う。だってもう何年も前から心の底では何かしらのやけっぱちを抱えて生きてきたのだろうからと。高市政権にやりたい放題させて一度日本なんて滅んだ方がいいと考えている若者が一定数いる気がする。その一種やけっぱちな気持ちはわからんではないが、もっときっといい手があるから一旦落ち着いてほしいと。いうことでですね、私も結構これに同意するんだけど、若者に限った話じゃないと思うんですよね。先週の報道特集見た方はぜひ見てほしいんですけれども、見てない方ぜひ見てほしいんですけど、いわゆるですね、アンダークラスと言われる、政治的貧困層の人たちを取材していました。非正規で50代までずっと働いて子供を育ててらっしゃる女性が出てきたんですけど、子供たちの人生が幸せであれば私はどうでもいいと。こんなことを国民に言わせている国って本当は何なんだろうか。一方で有り余る通りで生きる富裕層の人たちは所得税減税、法人税減税で優遇されている。この女性は年間収入200万円以下であり、そのうち100万円を大学2世になる子供に仕送りしている。マジで自民党は心の底から許せませんと。いうことでですね、日経ビジネスさんが紹介してるんですが、その報道特集に出てきた経済学者の方が、提唱してるのがですね、新しい階級社会っていうものなんですね。早稲田大学の橋本教授なんですけど、昔は労働者と、資本家階級と割と貧困層とかっていう感じの分け方だったじゃないですか。しかし今は4段階ぐらいに分かれてて、いわゆる資本家階級の人たちが250万人ぐらい、年収1000万超えぐらいの人たち、その下に新中間階級というちょっとですねリッチな、商工業者の人とかがいて、平均年収は600万円ぐらいで、その下に正規労働者階級、もうこれは賃金が下がりに下がってるんですけど、年収500万円ぐらいで1753万人で、その下にさらにいるのがアンダークラスと呼ばれる、契約社員ですとか、先ほどのね50代女性ですとか、非正規労働に主に従事している人で、平均年収216万円で未婚率 74% と、いうことで、パート主婦以外の非正規労働者が主に占めているということですね。だから日本はもうこういう格差社会の構造になっていて、アンダークラスと言われる人たちを政治的に救う手段はないと言われていました。各言う私もアンダークラスなんですけど、障害者なんで、はい。だからですね、こういう状況なんで、やっぱり半ばやけくそでですね、強い日本を支持してる人たちってかなり多いんじゃないかと思うんですね。こんな状況の中でやっぱり明るい未来があるって信じられないじゃないですか。で、大体左派が描く未来って明るい未来なんですよ。同性婚できるようになるとかね、選択的夫婦別姓でジェンダーが平等になるとか、私たちも福祉がね充実して、貧困層の方々も救い上げられるようになるとか、ただそういった政治をもう全く信用できないっていうのが人口にですね多数解釈してんじゃないかっていうのは、私2023年の6月にですね入管法っていうのが改悪された時に書いた文章があるんですけど、未だに自分で結構気に入ってて、なかなかちょっと稚拙で恥ずかしい文章なんですけど、よかったら読んでください。日本のより良い未来っていうのをですね誰も信じてもうないんじゃないかっていう、話を書いてます。
で、まあ、なんでそう思ったかっていうと、まあ、当時、この岸田っていうおっさんが政治家をやっていたんですけれども、まあ、この人ってね、多分日本が没落することを予測した上でいろんなことやってたんですよね。まあ、軍拡したじゃないですか。で、軍事費 2% にしたのも岸田だし、だから入管法解約したのもそもそも岸田だし、まあ、いろんな諸悪の根源には、高市さんがね、やったっていう、やり進めようとしていることの諸悪の根源って結構岸田がやっていたりするんですけど、いや、岸田ってだからね、日本がこうやって貧しい軍事国家化することをおそらく相対分かってて、ネオリベ自己責任主義のね、弱肉強食の世界になるんだっていうことも分かった上で、あえて福祉の切り捨てとかをやってった人なんですね。だから本当に私、冷酷非情な政治家だと思ってるんですけど、ただ、高市さんはもっと露骨なね、まあ極右なんで、まあ取るか取られるかの、まあ世界観にいる人だと。まあ私、闇金牛島くんっていう漫画が好きなんで、それを例に挙げたんですけど、まあどちらかというともう力が全てだっていう、その暴力とかの世界に生きていて、だから社会というものを全く信用、社会とか政治の力っていうものを全く信用してないから、自分たちの世界だけで生きていると。で、まあこの出演した女性の方とかもね、まあやっぱり政治の力っていうのは私は一切信じられなかったし、政治に救ってもらったことなんてなかったっていうようなことを報道特集の中でまあコメントされてるんですけど、まあ政治不信がね、極限に達するとですね、ファシストが支持されるようになるんですよ。まあ逆説的なんですけど、だから新自由主義が行くつくところまで行き着いたのが、まあ今の高市政権なんじゃないかなと私は思います。はい。ということでちょっと長くなりましたが、いろいろ本題でございました。あ、ボンボンさん、OBS エイレンさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ということでですね、一回滅んだ先に真っ先に幸せが来るのはマイノリティなんですよね。いや、そうなんですよね。そこが本当最大の問題で、弱肉強食の世界になってしまうと、結局闇金牛島みたいな人とか、ヘズマリュウみたいな人が力をより持つわけですよ。だからそういう人たちに暴力振るわれるのって我々マイノリティなんですよね。彼らがターゲットにするの。まあ今はね、外国人の人たちが主なターゲットにされてますし、まあ参政党はね、ああやって組織化してるわけですけど、まああれもね、反社会暴力集団ですよね、一種のね。はい。日本国民全部壊して全部だから。いや、でもね、漫画の気分ってね、やっぱり時代を反映してますよね。わかります。そう。アメトモは氷学生の大学生に履歴書を投げつけられた。なるほど。だからね、共産主義とか社民主義を唱えてるとね、逆にそういう人から恨まれたりするんですよね。なんで俺たちを救ってくれないんだみたいなことを言われたりする。いや、それは自民党の政治が悪いからですよっていう話なんですけど、まあ、リベラルの人たちはね、そういうことから憎まれやすいっていう、とこだとは思いますよね。徴兵制と学歴の話なんですが、戦争の徴兵制も実態は貧乏農家の次男三男が多くて、逆に大学生は免除されていた。なるほど。そこで学歴の格差ができるんだ。軍隊に言えば白飯を食えるので軍隊に残りたかったという貧困層生まれの兵隊も多かったと吉田先生も言及していると。なるほど。ありがとうございます。でも高学歴は戦争に行かなくてずるいという考えも出てくるわけですね。ハイエクの理屈は社会保障や計画経済といった国家介入そのものがいずれ国家の権力と中央集権的な性質を強めて全体主義につながるみたいな。でもハイエクの理屈で逆を言ってますよね。だから新自由主義が行き着くとこまで行ってると、なんかファシズム化していくっていうのが今の日本で起きてることだと思うんですよね。いや、だからアンダークラスの人たちとか救えばいいんですよ、本当に。絶対やるべきですよ。だから、リベラル政権がね、もし政権交代の夢が叶うのならば、真っ先に取り組むべきだと思います。いや、ほんとね、やけっぱちやめて共産社民を支持してくれっていうのが、私のノートの主張なんで、よかったらね、読んでいただきたいんですけど。だけどまあ、こういう人たちってね、やっぱり暴力とかそういう破滅的な世界に見せられてるところがあるんで、なかなか難しいところはあると思うんですよね。まあこれ私、闇金牛島くん思い出してね、好きなコマなんで、ちょっとこれも取り上げたかったんですが、まああるヤクザのね、キャラクターのセリフなんですけど、素人ごときに舐められたらこの世界じゃ生きていけねえ。究極の話、ヤクザの本質は暴力だって。でも、これを中国相手に言ってんのって高市さんじゃないですか。
中国ごときに舐められたら私は首相としてやっていけねえって。究極の話、自民党政治とは暴力なのだ。暴力っていうのをですね。まあ、石破さんは多分そんなこと考えたこともなかった気がするんだけど。まあでも高市さんはね、やっぱり自民党ってまあ昭和時代はね、それこそ露骨にヤクザとくっついたりしてたわけですけど、政治の本質を暴力だと思ってんじゃないかなという、気がします。で、まあこれナチスドイツ時代にね、ナチスの家庭に、一つは飾られていたという、まあ、死の島っていう名作なんですけれども、まあ死とかね、暴力とかペシミズムとか、社会破壊とかを、結構連想させるね、ちょっと不気味な絵なんですけど、この社会は衰退する一方なので、死や破壊が美徳として肯定されるべきであるというファシストの基本的世界観は強烈なペシミズムに立脚していると。一方で多様性を賛美することや移民を奨励することは明らかにポジティブな未来像に基づくヒューマニズムであるため、まあ、入管のような勢力は必死に反対するだろうと。まあこれ23年の当時で言ってたんですけど、なかなか昔の私いいこと言ってると思いませんか？でやっぱりね、ペシミズムに頭を支配されてるとですね、やっぱりこういう暴力とかファッションな方向に突き進みやすくなるんじゃないかなと思います。そうですね。でも選挙の一票はね、大谷翔平でも我々でも同じ一票ですからね、そこは絶対忘れちゃいけないと思いますよね。はい。明るい未来を見せようとすればするほど石を投げられるという。そう。だからそこがね、やっぱりね、リベラルが伸びない理由になってる気もしますよね。いや、ほんと岸田悪い顔してますよね、これ。絶対自分のことかっこいいと思って写真撮ったでしょ。ほんと腹立つわ。それは理想花畑と鼻で笑ってたら明るい未来なんて来ませんよね。ハイエクは最小国家を認めています。完全に無政府状態での資本主義を唱えてたのはローズバード。完全に無政府状態で唱えてた人もいたんだ。まあリバタリアンだもんな。そう、自力救済の世の中に今向かってっちゃってると思うんですよね。さっきノートのリンクはね、なんだっけ、最初のですね、Google ドキュメントにまとめておりますので、よかったらそちらをチェックしてください。政治で救われた人もいるのにな、万博未払いの人。そうですよね。だから万博未払いの人とかね、その政治で救える人っていうのは必ず存在するんで、諦めないでほしいんですけど、やっぱりそのペシミスティックなね、破滅願望みたいなのに、ジョーカーさんリンクありがとうございます。見せられちゃってるという人が多いのかなという気がします。そう。でもね、弱者から被害を受けたり、弱者から被害を受けてしまって、金持ちとか強者の方が生き残りやすいんですよね。映像の世紀でもベトナム戦争からアメリカでブルーカラーと徴兵拒否した大学生たちが対立する映像が紹介されていた。なるほど。ナロドニキさん、コンカラスです。アイワシュンさんもコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そう、ベックリンの絵ですね。私も昔こういう絵好きだったんだけどな。日本共産党と暴力革命を雑につなげるやつが未だにいますがって。いや、だから日本共産党さんほど恩恵な組織なかなかいないからね。全くこういう、だから暴力革命みたいなのを目指してるのはどっちかというと高市さんの方ですよね。はい。でもレアアース入ってこなくなって、だからね、もしかしたら半年ぐらいでね、瀕死状態になってこんな生きったこと言えなくなるんじゃないかという気はしますよね。現実と理想は決して相互割するものではないと思います。理想を掲げないと現実はどんどん腐敗します。そうですね。実際今行われていることってのがそれですからね。みんな揃って破滅ならまだいい分だけど、政治による破滅は決してそうではならないです。大企業は超富裕層を破滅しませんということで、そうですね。だから現状の日本だとやっぱり、ね、富裕層だけが生き残って、牛島くんみたいに金とか実力を持ってるやつだけが生き残ってしまうっていうのが最大の問題じゃないかと思います。はい。ちょっとすいません。自分の主張的な内容になりましたが、高市さんに対し逃げたという評価とお大事にという気持ちは両立するでしょう。講師の区分をしてるだけですよ。誰も、痛くてよかったらって誰も言ってないでしょという。デモクラシータイムズとかにも出てらっしゃるソテギョさんなんですけれども、全くこれ、民主主義者として当然の見解だと思うんですよね。だから先ほどもね、共産党さんと社民党さんが抗議文出したこと自体は正しいと私も思いますし、討論会を逃げたっていう評価と、病気であり、それはお大事にされなきゃいけないっていうね、ことはですね、講師の区分があればですね、両立するはずの主張なんですよ。でも、高市支持者の人たちって両立しないんですよね、これが。
で、なんで両立しないかっていうと、まあ、さっきのネオリベラリズムにやっぱり絡んでると思うんですよね。皇帝引っ越し大変でしたって公式発表でツイッターで言ってたじゃないですか。だから、高市さん多分わざとやってるし、高市支持者の特徴なんですよね。別に彼らがポピュリストだとか愚かだとか言ってるわけじゃないですよ。まあ、諏訪愚民論とかをぶちまいてる人たちが結構見かけるんですけど、これは知性よりもね、どっちかというと感性の問題だと思うんですよね。公私の区別がない。で、自己都合で解散しようが、私利私欲を追求せようが、何が悪いのかいいのかわからないと。税金は弱者による不当な略奪でしかないから、政府機能を最小限にした市場原理主義国家が欲しいみたいなんですね。まあ、先ほどから指摘あったけど、リバタリアニズムに近い思想ですよね。で、暗黒啓蒙の祖で元祖インテリ女性極右ともいえるアインランドのオブジェクティビズムっていう考え方があるんですけど、人間の道徳的目的っていうのは自己の幸福の追求だけだって言った人がいるんですよね。はい。まあ、アインランドってこの人なんですけど、ロシア系アメリカ人の小説家、まあ、思想家、作家でして、20世紀の前半から後半にかけて活躍した方です。まあ、高市さんのね、関連した人物っていうと、サッチャーがまず思い浮かぶんですけど、すいません。個人的にはね、なんかアインランドにもなんか似てんじゃないかなという気がします。思想的にね。で、この人の代表作って肩をすくめるアトラスっていうなんかめちゃめちゃ長い長大な小説があるんですけど、これストーリーがすごくて、成功した実業家、資本家ですよね、を攻撃する様々な政府の規制の制定を受け、多くの傑出した、起業家たちが財産や国を捨てた結果、社会に不可欠な諸産業が破滅していくディストピア的なアメリカ合衆国が描かれている。タイトルのアトラスとはギリシャ神話に登場する天空を肩に乗せて支える巨人アトラスであり、結出した能力で世界を支える、諸個人、まあ、特に起業家、チーム未来みたいな人たちですよね、を含意していると。もし努力すればするほど世界が肩に重くのしかかっているアトラスに出会ったらどうしろというか、ダンコニアは自分なら肩をすくめろと。だからなんかね、社会正義だとか、なんか税金を払えたみたいなことを言ってくるやつがいたら、肩をすくめてね、なんでそんなこと俺がしなきゃいけないんだって言えばいいんだと、いう。まあ、この小説にもね、アインランド自身をモデルにしたような傑出した、まあ、女性であるとかが登場して、まあ、ちょっとフェミニズム小説っぽい雰囲気もあるんですけど。まあでも内容的には本当ひどいというか、もう反響小説ですね。人が生きる適切かつ道徳的な目的は自分自身の幸福の追求のみであると。合理的利己主義、この道徳にかなう唯一の社会体制はよって個人の権利を最大限に尊重する社会体制であり、具体的には自由放任資本主義である。いやみたいな。アインランドって確かに個人主義者なんですよ。個人主義者なんで、後の暗黒啓蒙で出てきた明らかに権威主義的な人たちとは違う思想の持ち主なんですけど、まあね、自分自身の幸福の追求のためだったら基本的にね、他人のことを顧みなくてもいいっていう、まあこのオブジェクティビズムっていう考え方ではですね、まあ私もそこまで精通してるわけじゃないのであれなんですけど、確実に今のネオリベラリズムですとか、まあ、暗黒啓蒙のイデオロギーっていうのに影響を与えてると思います。まあ、暗黒啓蒙はですね、まあコメント欄でもですね、いつ書いていただいている方いますけれども、カーティス・ヤービンっていう人が、主に提唱している思想で、まあ、ピーター・ティールなどもですね、信じていると言われてまして、要はですね、権威主義的独裁者がですね、民主主義をある程度限定してというか、ある程度制限して、イーロン・マスクのようやピーター・ティールのようなですね、起業家と協力することによってより良い、国家運営ができるみたいな思想ですね。まあトランプやんという感じなんですけど、暗黒啓蒙のね、思想はまあ極端な右翼思想ということであまり今まで相手にされてなかったんですけど、まあトランプが出てきてですね、にわかに、世界の注目を浴びるようになってしまったと思いますし、まあ高市さんがやってるのはね、なんかトランピズムとアインランドイズムの中間ぐらいなのかなという、気がします。まあ自分のためならね、基本何やってもいいみたいな。はい。で、まあ自由放任資本主義がいいというですね、そのためにはある程度権威的なリーダーが必要であるっていう。まあそれは私だみたいなですね。はい。考えなのかなと思います。ですね。そう、だから、
アインランドってものすごく優勢思想的なんですよ。だから優秀な人だけがね、世界を支配すればいいんだみたいなことを素で言ってますからね。すげえなんてもう、差別やんと私は思うんですけど、まあ彼女はね、でもまあ多分自分ではリベラルな人物だと思ってたのかな。はい。ただ権威主義的な右翼とか、まあ保守とかね、男尊女卑を提唱する人とはまあ明らかに違ってて、女性の権利とかね、中絶の権利とかも主張した人なんで、そこだけはね、名誉のために言っておきます。はい。まあ高市さんのように夫婦別姓に反対してたわけではありません。はい。ここまで現実が過酷すぎるとシニカルなものの見方のようがしっかり来てしまうのではないか。そうですね。だからアインランドのやっぱりこういう思想っていうのもね、彼女やっぱりロシア系だし、しかも女性なんで、だから過酷な差別であるとか、そういう共産主義の恐怖みたいなのを身近に感じてきて、まあおそらくこういう風になってしまったっていうから、まあ反動主義ですよね、一種の。はい。だし、高市さんもね、やっぱり日本社会の中ですごい差別されてきた人なので、なんかなという感じですよね。だからやっぱり社会に対する復讐という面があるのではないかなと思います。レアース入っていたコライルを喜んで喜ばないではい。むしろ反戦や軍拡独裁を懸念する人こそリアリストですよ。いや、そう言っていただけると嬉しいんですけどね。私、割とリアリズム寄りのつもりなんだけどまあ理想も唱えてるけどね。だから高市さんってね、なんか自分のことをやっぱり、なんだろうね、より、優れた人間だっていう自己認識がすごいあるんじゃないかと思うんだけど、やっぱりそれと現実が申し訳ないけど、いろいろずれてるから、こうなってんのかなという気がしますよね。はい。アインランドマジでひどいですよ。自己中心主義を高学歴の文章力で啓蒙しただけじゃないのかというロシア生まれでボルシェビキに実家の薬局を没収されて反共主義になった。なるほど。ありがとうございます。空想的資本主義者です。政治や行政がうまくいき、福祉が充実している社会のドキュメンタリーを日本に溢れさせる必要があるんじゃないでしょうか。知らない世界だから想像できない、憧れられないと考える人が相当数いると思います。いや、そうですね。だからなんか自民党のせいで北欧のイメージ悪くなってるじゃないですか。なんか北欧の、まあこの前差別主義がちょっと問題になりましたけども、それは良くないと思いますけどね。北欧がっていうやつはおかしいみたいな。まあ北欧叩きをずっとしてるのも自民党、80年代ぐらいからずっとね、要はネオリベラリズムを取り入れる過程で、北欧の社会福祉国家は良くないみたいなことをずっと言い続けてる、まあアインランドみたいな主張を続けてる人が結構、まあ自民党とか日本の右翼には多いと思うんですけど、まあ間違ってますよね、ぶっちゃけ。幸福度高いですからね、普通に北欧って。だから社会モデルの一つとして成功してるんだから、見習うところは見習えばいいのになと思いますよね。そう、自己の幸福のみを追求してるってとこがやっぱり近しい気がしますし、やっぱりネオリベの発展系な気がしますよね。はい。そう、肩を落とせっていうのはね、そう、メンタル的な意味にとどまらず、上に乗ってるものを落とせっていう意味なんですよ。だから難度ひどいですよね。人のことどうでもええんかいっていう。まあ、ちょっと極端すぎると思います、思想としては。金持ちや資本家、一般人を無視して閉じこもって一般人が滅びるという資本主義の仕組みすらまともに理解してなかった人です。なるほど。ありがとうございます。個人主義でもいいけど人権は両立しないのかと。運よく資本家になれたから資本を極端に守る側の資本層に走ってしまったっていう、まあパターンですよね。はい。そうですね。暗黒企業の大物はすいません。ニックランドっていう別の男性の思想家ですね。すいません。カーティス・エアビンもなんですけど。はい。そうですね。アインランドはシオニストでした。ありがとうございます。法則ありがとうございます。まあ、シオニストっぽいですよね。はい。個人主義的なリーダーが他人の個人主義を許すわけないじゃん。しかもアインランドは自らのサイロを運営して自分の意に沿わない人間を排除していました。小池百合子か。そんなことしてたんですね。まあ、経済だけは新自由主義なのかね。まあそれで以前紹介したんですけれども、今回流しませんが、なぜ極右は自由市場を愛したのか、人種、金、IQ と資本主義の思想史ハイエクの私生児たちということで、ハイエクの私生児たちというですね、クイーンスロボディアンさんという最近注目されている思想家の方の本を紹介したゆっくり解説動画がなんかリメイクされて9日前に、また作られていましたので、よかったらチェックしてみてください。とても面白いです。まあかいつまんで見たこと
ことない方にかいつまんで説明しますと、ニューフュージョニズムっていうのが今、新しいネオ右翼の間で流行しつつあると。昔は自由市場プラス、道徳保守みたいな組み合わせだったが、今は徹底した市場原理を推し進めることによって、推し進めることと遺伝学のようなハードサイエンスを組み合わせることで不平等や排除を自然なものとして正当化する方向へ突き進んでいると。でその中でなんでこういうね、特にヤービンが主張していることなんですけど、なんで権威主義的自由主義が基本の自由市場主義が基本のはずなのに、なんで権威主義的な序列が正当化されるのかっていうと、要は IQ がカースト性になるだろうと。ニューロカースト IQ を中心指標として社会的地位や成功がほぼ聖徳的に決まってしまうという価値観であると。そうなると再分配は無駄であり福祉は意味がないという結論に接続しやすいということでですね、とんでもねえ話なんですけど、ネオ優勢思想ですよね。今の右翼の人たちってガチでそのネオ優勢思想みたいなものを信じてるんで、生物学的に我々は優秀だからね、みんなを支配していいんだみたいなことを真顔で言い出してるみたいなんですよ。いやみたいな。いや、そういうこと言ったヒットラーって人滅んだんですけどねっていう話でですね。だからただの疑似科学だとして否定されたはずの優勢思想っていうのがまたちょっと科学っぽい装いで復活しつつあるのではないかというような内容になっております。興味ある人はチェックしてみてください。アケリアスよっちゃんさん、ゴンカラスです。2月1日、期日前投票に行ってきました。最高裁判事の国民審査が始まってからです。そうですね。2月に入ってからでないとできないですからね。それもひどいですよね。この人は有志の会で政治信条が正反対だと推測します。中華比連候補もおそらくいましたが、選択肢に入らなかったのでよく覚えていません。比例区は日本共産党に投票しました。ありがとうございます。高市さんが自分は優秀との自己認識のズレが最近の日経新聞やみずほ銀行のリポートを呼び寄せた。そうでしょうね。多分自分、勉強家なのは確かなんだけど、ズレてるから。そこは本人が悪いですよね。リバタリアニズムと排外主義の融合について多大な影響を与えたロズバードとチャールズ・マーレもこの動画で紹介されてます。そうですね。ありがとうございます。すいません。私、ロズバード覚えてなくて。そうだ。ありがとうございます。ということでですね、ぜひともチェックしてみてください。そうだ。ここに名前出てたとさっき思ったんだ。そう、高市さん自分大好きですよね。だから自分大好きだからやっぱりああいうアイドル的なムーブもできるし、その自己愛強いっていうか、その個人主義に立脚しつつファシストっぽいことも言えるみたいな。だからその一見矛盾したことを両立してるっていうのはね、やっぱりその自己愛の強さが出せる技じゃないかなと思いますし、自分を優れた人間だと信じてんじゃないかなと思いますよね。はい。IQ 至上主義とかほんとひどいですよね。IQ なんてただの指標の一つに過ぎないのに、甚だ懐疑的ですよね。IQ は全ての土地が私有化されて公共が破壊され、金銭契約になって合法的に人々を排除するというですね。はい。IQ というか学歴については家庭環境とかの影響も無視できない。いや、本当に家庭環境っていうかね、そもそもだから、幼い頃から勉強してたとか、そういう家庭環境としてね、ちゃんと虐待とかされないで育ったとか、栄養状態が良かったとか、そういうことにもね、強く、知性って影響されるっていう風に言われてるので、もちろんね、貧困だったら知性が低いって言ったらね、もうド直球の差別なんで、それは良くないですけど、そうとは限らないですけど、だからこの人たちの言う生物学って本当都合いいんですよね。見てみればわかると思うんですけど、だから自分の都合のいいことばっかり科学的な男性と女性の差だとか、異なる人種グループの差だとか、富裕層と貧困層にも差があるとか、いや、お前ら、だから男尊女卑というか、白人男性至上主義を言い換えてるだけでしょみたいな、ことがですね、もろもろ出てくるんですけど、はい。ほんとひどいと思います。そう。IQ を笑いのネタにしたりするのもね、だから良くないと思いますよ。こういうことを真顔で言うやついっぱいいるからね。はい。そう。IQ や知能というか学歴の表面自由に理由にとど定めつつ、しかし実際はそれを支える階級とか出自とかを考えないくしてしまうのが厄介なとこですね。はい。血液型による差別はね、ほんとなくなってほしいですよね。あれ疑似科学ですからね。はい、疑似科学です。人はね、血液型でそんな4分類できたら苦労しないので。はい。
ですね。なんか広告にもね、だから IQ テストがどうとかっていう広告多いですよね。やめてくれよって感じしますけれどもね。はい。そう、優生学はね、そう、結局貧乏人とか病人とか低学歴はね、子供を作るんじゃねえみたいなことを言い出すんですよ。それは科学じゃないですよね。本当に。はい。ということで、高市さんを支えるイデオロギーについてちょっと私なりに考えてみたんですけど、まあ日本社会はどんどん自分さえ良ければいいという風になっていて、意地悪化している印象がありますと。コンテクストも何もなくルールを破ったんだからアウトみたいなことを平気で言う。ミゼラブルとか今合わせたらパンを盗むのは犯罪だろうと冷たく断罪されそうですという。まあ、岩田健太郎さん、まあ、ちょっと思想的にはいろいろある人なんだけど、まあ、でもこれ直感的に割と鋭いなと思ってて、似たことをですね、研究家のですね、二平さんという方が、コメントしてるんですけど、教育社会学会では共同で取り組んできた10年以上の同一の中学校群への質問紙調査をともに、中学生の意識は実は急激にリベラル化、民主主義的意識や考え方の異なる他者や外国人への寛容の拡大が進んでいるけども、同時にルールを守らない人は厳罰が必要であるというルール権威主義化も進み、その回路を通じてナショナリズムと接続しているという報告をしましたと。まあ要するになんかその意識下ではそのリベラルには他の諸外国のね、若い人たちと同じで、まあ若者に限って話でもないと思うんですけれども、リベラルな人は増えていると。ただ、ルールは絶対守らなきゃいけないというルール権威主義も同時にはびこっているということで、まあこれなぜかっていうとね、やっぱり学校教育のせいだと思うんですよね。だから安倍さん以降はですね、教育基本法っていうのが改正されて、これ、すいません、杉田さんのあれだけど、別の方も言ってたと思うんですけど、安倍さん以降、教育基本法が改正されてですね、まあ、ルールをやっぱり重視するみたいなのが当たり前になっていったんですね。で、それに対して、実際に社会では外国籍の方とかがやっぱり増えているわけですから、実際に会った人たちに対しては差別しないっていうのはある程度規範化してるけれども、でも、まあ、社会的ルールを守らない、まあ、不法移民っていう言い方自体が差別なんだけど、不法移民は追い出さなきゃいけないみたいなことも同時に内面化してるっていう、まあ、ちょっと奇妙な状況があるのかなと思います。まあ、ただね、雑にやっぱり世代論でくくるのも間違いなんで、ちょっとこれはね、最後にコメントしておきたいんですけど、若者層と、いわゆる年長層で、あんまり政治制度に関するですね、短期的、長期的な知識とか、政策に関する考えってそれほど差はなかったっていう調査があるみたいなんですね。ただ、日本では若者の不当な評価、知識や能力を低く見積もる、傾向が若者を政治から遠ざけている可能性があると。社会では若者の政治離れ、若者の政治知識の欠如が叫ばれているが、実際はそれを叫んでいる中高年の知識量と若者のそれとで大した差はなく、なのに若者のことをおせっかいにも憂いている中高年の陰で、私たちは政治に参加していいのかという否定感情を増幅させてしまっている可能性があると。いうことで、こちらのね、本に、ですね、ポピュリズムの、まあ、問題として指摘されているそうです。まあ、ちょっと内容は確認してないんですけども、なのでですね、やっぱり世代間でね、雑に区切るのもちょっと問題があるし、やっぱり全日本人的な傾向ではあると思うんですよね、これ。意識的にはリベラル寄りになってるはずなのに、なぜかすごいルール権威主義も進んでるっていうのはですね、まあ、そもそもやっぱり社会環境上の問題が大きいと思いますし、まあそういうね、メッセージをマスコミとか政治家がバンバン流してるわけですから、そりゃそうなるよなっていう感じですよね。はい。まあなのでね、我々リベラル派としてはですね、こういう風なですね、ファシズムとか新自由主義に傾く、社会をですね、確認しつつも、確認してですね、その原因をちゃんと見極めつつも、まあ、やけっぱちにならないでですね、地道にやっぱり左派の論理であるとか、実際ね、感覚的にはリベラル寄りになってる人が多いっていう調査が正しいのであれば、他者に対する寛容、外国籍の人たちに対する寛容っていうのを、まあ、しつこくというかですね、粘り強く解いていく必要があるのかなと思います。はい。ということで、ちょっと高市さんの支持理由等を探ってみました。そうですね。まあ、オカルトとかね、血液型占いみたいなのってね、すぐにね、そういう性学につながるから、ほんと気をつけないとダメですよね。遊びでやってるならまだいいけど、
うん。富裕層と貧困層の差が認めるなら、それを是正する以外の選択肢ないだろうっていうね。いや、全くその通りなんですけどね。でもなぜかね、貧困層は貧困層だから悪いみたいな結論に言っちゃうのが極右の人たちなんですよね。マレーの研究は疑似科学なんですが、リバタリアニズムに取り込まれて排除の正当化に悪用されましたということで、そうですね。ありがとうございます。いや、ほんとひどいよね、この論理。アホだろって。いや、アホって言っちゃダメだけど。ねえ、なんか賢むってこういうなんかエセ科学みたいなこと言わないでほしいですよね。参政党じゃないですか。はい。血液型とか血液とか地筋って遺伝子とかと結びつきやすいので、血液型ぐらいが優生学に転がり込んでしまう。そうですね。やっぱり優生学的な発想ですよね。無派富裕層って愛国主義的リバタリアンっていうまあ一番立ち悪い人たちですよね。なんかピーター・ティールとかイーロン・マスクみたいな人たちですよね。埼玉県の知事が坂市さんへの高橋洋一への系統を批判した。へえ。埼玉県知事からも批判されたんだ。すげえな。ありがとうございます。まあ、経済についてはこれから言いますがまあ学校の教育もやっぱり全体主義的ですよね、日本の学校ってね。だから自由なやっぱりクリティカルシンキングとか教えないからこういう風になるんじゃないかと思いますよね。ルールを守りなさい、ルールを守りなさいって二言目には言うじゃないですか。それはみんなそうなるよねって、入管みたいな考えになっちゃうよねっていう。はい。そうですね。なんか A 型が予骨に優遇されてますよね。マジョリティなので。はい。いや、私 A 型なんだけど。優遇されてる要素、優遇的に書いてある要素が一つも当てはまらないんだよな、私。アニメや漫画って無制限に優生学を世界観設定にしたものが、まあそうですね。なんかね、魔王じゃねえ、まあ私、ジョジョとか好きなんだけど、やっぱり正義の味方の息子が正義の味方みたいなのは良くないと思いますよね。はい。クオモ法っていうのは思考停止です。これ絶対に革命が起きないやつでしょう。優生学の信奉者は必ず自分の属しているグループを増位に置く。まあその通りですよね。まあ自分を良くするための思想ですからね。A 型の人間だったら A 型が偉いみたいなこと言いますよね。はい。MBTI はあんまり良くないよね、あれはね。なんかあれを気軽にやってる人よく見ますけどね。というか若い世代はね、友達が海外ルーツの方が多いんですけどね。でもほんとね、やっぱり多様性とかをね、ガンガン押し出したエンタメをもっと増やすべきだと思いますよね。ハリウッドにあって日本にないものって何かって考えるとそれじゃないかとは思います。法律の知識が豊富な人もその法律がどのような理念に基づきどのような権利を守るために必要するのかっていうところまで思い至らなかったりしますよね。マレーの書いたベルカーブという本は未だに悪影響を持ってる。なんかたまになんかアンフェの人とか引用してるの見ます。はい。ほんとひどいよな。男尊女卑だからっていう。学校行ってると変なルール守らされます。東洋の非正規滞在者に対する態度とトランプのベネズエラ攻撃に対する態度が全く違うし。まあだからね、彼らもやっぱり選択的にね、自分に都合のいい方だけを支持してますよね。だから法律、ルールを守れみたいだろう。で、弱い人たちにだけ適用するっていう例のあれですよね。だからまあ権威主義的ルール主義なんでしょうけどね。血液型は日本と韓国にしかないんだ。そうですね。ゴム好きなのはね、ちょっとネタバレなんだけど、ありがとうございます。いや、いいですよ。ディオっていうね、悪いやつの息子がね、ジョルノっていう正義の味方なんですよ。そこがね、いいなと思いました。僕に。そうですね。半分兄弟みんな読んでください。絶対、おすすめなので、はい。この前漫画賞を受賞しましたので、ぜひとも読んでください。私のルーツにも海外ルーツの人がいますが、差別的ないじられ方、そうなんだ。いやー、それはなんか、守らないとというか、やっぱりそれはなんかな、ちゃんと抗議したいとこですよね。なんとかして、はい。まず先生方が介入すべきじゃないかと思います。モラニズマさんの映画がリベラル的な作品の要素を満たしてくれる。そうですね、期待したいですね。はい。空つばはね、久々にああいう作品でなんか大ヒット作になりましたからね。
ということで、高市政権と、まあちょっと高市さんの支持率はなぜこんな高いのかという話でございました。ちょっといつもと違った趣でしたけども、ご視聴等ありがとうございました。ということで、ちょっとこの後で参政党等の話に入りますので、よかったら高評価、チャンネル登録等ぜひよろしくお願いします。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。そうなんですよね。なんかトラツバブームって何だったのかというか、あれだけ受け入れられてた感じがしたのにね、なんか高市さんに言ってしまうのはなんでなんだろうという。やっぱりその女性の権利っていうところしか分かってもらってなかったのかなという感じがしますけどね。というかまあ高市さんの正体をよく分かってない人がやっぱ多いというところなのかもしれない。それはやっぱポピュリズムの問題なのかなと思いますよね。だからそう、ジョジョはね、3部までは完全にそのエリート家系のなんか、その正義の味方の子供が正義の味方になるみたいな話なんですけど、4部からちょっと変わってくるんですよね。はい。そう、ハリウッドはね、やっぱ左から右までやっぱエンターテインメントありますからね。あ、白人が A 型多いんだ。なるほど。なんか納得した。ありがとうございます。そう、なんか最初ね、ジョジョの上流階級だったのに、だんだんアウトロー化していくんですよね。はい。ということで、嘘つきといえばということで、参政党と高市さんの愛役、嘘ばっかりについてお話ししようと思います。神谷宗平さんから SNS 上のスパム行為が支持者向けに発信されました。アカウントロックされても凍結回避で新規にアカウントを作ればいいそうです。すがすがしいぐらい Twitter の規約を無視していますね。正々堂々やれないんですが、かっこ悪いですね。ということで、このネシャスとか言葉遣いがもう、国政政党の党首と思えないんですけど、日本を愛する西さんという人のですね、これおそらくまあ AI 画像なんですけど、あと1週間です。参政党支持者はいいね、リプライ、リツイート、しまくりましょう。アカウントロックされてもいいじゃないですか。新規でアカウント作ればいいんです。選挙終わって後悔しても遅いです。最高で4年は変えられないんです。比例も参政党に入れてくださいということで、まあなんかアカウントを作りまくって工作しろみたいなことを言ってるんですけど、皆さんそれやらなくていいですからね。私もチャンネル登録者数そりゃ欲しいけどさ、工作されても意味ないからね。よかったら、リアクションとかいいねリポストしておいてください。はい。いやー、ひどいですね。本当だから、まあ、参政党なんか最近、まあ、SNS でもですね、高市さんの邪魔者という、評価が割と右派にも定着したらしくてですね、全然伸びてないんですけれども、まあ、それ自体はまあ、いいことっちゃいいことなんだけど、こんな AI 画像をリポストして、お願いしますみたいなこと言われても、困りますよね。だから参政党のガチ支持者の人たちも困惑してるんじゃないかと思うんですけどね。はい。っていうことでですね。あ、きやみさん、いってらっしゃい。おやすみなさい。ありがとうございました。そうですね。読むから血統じゃなくてね、黄金の精神っていう話になるんですよ。それ読んでいただければわかると思います。そうですね。なんかティラミスが流行したらみんなティラミスを食べてしまう、まあ、民族性というか、日本人らしさというか、って言ったらちょっと雑なくくりかもしれないですけど、やっぱり高市ブームっていうのが今あるっていうのは事実ですよね。はい。そう、高市さんがやっぱり世の女性のために頑張って働いてくれてるって思ってる人すごく多いですよね。はい。それは違うからって、トラツバの主人公じゃないからっていう。今日も皆さんに会えて嬉しかったですね。いや、ありがとうございます。おやすみなさいませ。いや、画像生成されたほんと猫がかわいそうですよね。どこかからデータを盗まれてるんでしょうけど。だから AI 使うなっつってんのに。凍結は弾圧だ。女性表彰者の間で特に肌の色のタイプや骨格タイプなどルックのタイプ分類にあるジャッジが盛んですが、アメリカンイーグルの広告の件でルッキズムと遺伝が
優生学的に接続されたように危ないことのように思う。ジーンズっていうやつでしたっけ？白人女性がなんかそうですよね。広告に出たんですよね。だから、優秀な遺伝子イコール白人女性みたいなそれはダメだろって思いますよね。はい。参政党外線もかそってます。それはめでたい。最近は右派だけど参政党嫌い。参政党に対して半信半疑みたいな人は時々見かけるようになりましたね。はい。だからそういう人高市さん支持してたら意味ないんだけどね。大半の参政党支持者は自民に行ったので、今の参政党支持者はやばい人しかいません。参政党、制作陣がそのつもりはなくても、ファンが極っぽいファンが多いのが日本のアニメと思う。まあそうですね。なんかね、日本のそういうアニメとかカルチャーに極右が多いっていうのもね、もはやなんか言い訳のできない事実になっちゃいましたからね。ほんとそれも残念ですよね。ナチズムに結びつく血液型診断、欧米では忌避されて日本でだけ残りました。いや、そうなんだ。ひでえな。まあ本当ああいうのはね、よろしく解約なので滅びればいいと思います。はい。そうだ。ピルもね、最近緊急避妊薬がね、ようやく市販されるようになったんですけど、それを高市さんの手柄だと思ってる人がいるらしくてね、それはとんでもない話ですよね。彼女は反対してた方だろっていう。だからね、なんか石破さんがやったことでは高市さんの手柄にされたりしてるしね、ほんとそういう横取り多いですよね。はい。なので、まあ、ちょっと参政党の話続けるんですが、参政党の佐木さんという人がですね、自閉症をめぐり根拠の欠く発言をしました。衆院選に神奈川14から出馬している参政党の佐木仁さんという人が、子供の自閉症の原因はお母さんが長く接しているから関わっているという研究結果があるなどと述べ、自閉症の原因が母親の育て方にあると捉えられる発言をしたということで、まあ、ロバート・ケネディリスペクトなのかなという感じなんですけど、またこういう発言するんだっていう。だからせっかく吉野俊明を追い出したのに、まあ、他にもね、やっぱり発達障害のこと言ってる人いるから意味ないんですけれど、また精神障害者差別かっていう、話ですけれども、なんでこういう人たちってやるんでしょうね。うん。だからあんだけ騒がれて批判されたのに何も分かってないですよね。まあ、ちなみにこの人なんかツイッターで謝罪したんですけれども、ツイッターじゃなくて公的に謝罪しろよという感じですよね。内山さんによると、かつて親に原因があると言われたが、遅くとも1980年代には完全に否定されています。脳の機能障害と捉えられて、機能障害っていうのもまあ今ニューロダイバーシティという考え方もあるのでどうかと思うんですけど、支援や代弁する親の役割が重視されるようになりました。自閉症の人が増えているのは診断基準が広くなるなどした結果ということで、これトランスジェンダーの人とかにもたまに言われる陰謀説なんですけど、なんか最近診断が異様に増えたから、なんか病気が流行しているのだみたいなことを言う人がですね、一部のマガな人とかにも向こうの人たちにもいるみたいなんですけれども、診断基準の精密化とかですね、自閉症という概念の一般化っていうのに対して全く思い至らないんだなという、まあさすがね、癌は戦後にできた病気みたいなことを言ってしまう人たちだなと思うんですけど、だから診断できるようになったから増えたに決まってんだろうという、まあただそれだけの話なんですけど、まあさっきのね優生学の話じゃないですけど、全く科学的思考ができてない人たちだなと思いますよね。はい。リアクションにこれですね、怒り増やしてほしいですね。怒りマークがないもんね。なんかカモン達夫さん、そうですね、ゆけゆけ高市早苗みたいな曲作ってるらしいですね。いい加減にしてほしいですね。本当あの人何考えてんだろう。安倍さんの時にもやってましたよね。うん。海外のハンポリコレのオルトライトに持ち上げられて得意になってる男は滑稽ですっていう。だから彼ら人種差別主義者ですからね。はい。いや、とんでもないこと言ってますよね。ねえ、だから演説にカンコつけてね、外国籍の人たちに対するヘイトスピーチはずっとやってるわけですけれどもね、障害者ヘイトスピーチもやるわけですね。さすが参政党さんですね。はい。ねえ、結局マイノリティへの攻撃しかしないんですよね。ネットじゃなくて表で謝れやって。っていうか撤退しろよ、選挙から。親学ですね。まあ、親学の影響じゃないかって言われてますよね。まあ、神谷さんがね、高橋史郎とかと、だから、教えを受けてますからね。歴史としてそういう認識に移行したっていう記述としては、まあ、正しいっていうね。まあ、だから昔は診断されてなかっただけなんですよね、癌だってね。はい。
緊急避妊薬は7500円程度で販売だそうですね。10分の1ぐらいの価格にしないと経済的に買えない人がたくさん増えると思います。そうですね、高すぎますよね、ちょっと。750円でいいのにね。っていうか、ただでいいだろって感じがするんですけど。だからなんかそういうとこもほんと高市政権だよな。まあそれもね、高市さん以前から決まってたことではあると思いますけどね。はい。ほんと精神疾患とかね、に対する無理解、ひどいですよね。はい。海外では1000円から5000円ぐらいらしいですね。あ、そうなんですね。ありがとうございます。はい。まあ、そんな感じで、だからですね、相変わらずヘイトスピーチをまき散らしているんですが、外国籍の対するヘイトスピーチもですね、相変わらずですね、スウェーデンの刑務所は 98% が移民だと、参政党の女性候補者がデマ情報を投稿で批判が殺到しましたが、未だ削除せず問い合わせにもスルーということで、これ見た人もいると思うんですけど、ですね、千葉4区の工藤さんっていう人が SNS に、なんと午後の、午後にですね、スウェーデンで、スウェーデン人の人と、お会いしたということでですね、赤坂ニュースを見ているという方に出会いましたと、白人男性とのツーショット写真を投稿した、スウェーデンは刑務所の 98% が移民だそうです。国が壊れています。日本を守ってほしいから参政党に頑張ってほしいと言っていましたというような、多分この人白人至上主義者ですよね間違いなく、このレベルのガチな差別的な主張をするそのスウェーデン人男性ってなんかオルトライトぐらいしか考えられないんじゃないかって私個人的には思うんですけど、まあ実際どういう思想の人間であったかはさておき、だからそんなの割り受けるな、どう考えても嘘に決まってるだろって、まあ下総中山駅にで出会ったですね白人男性がそういう風に言ってたよみたいなことを言ったんですけれども、もちろんこれ事実ではありません。政策思考型研究機関が出している世界の刑務所についてのリンクによりますと、22年の時点でスウェーデンの刑務所の囚人数のうち外国人は 16% 程度だそうでございます。はい99% と随分乖離が 98% と随分乖離がございますけど、大丈夫なんですかね。はい。まあ確かに、この前の、アジア人差別事件とかでもあったように、北欧にもね、やばい右翼とかね、ブレイビックみたいな、極右のテロリストもいるので、北欧だからといって右翼が少ないというわけではないです。それは偏見だと思いますが、だからといって、たまたまね、スウェーデン人の極右に出会ったからといって、その発言をそのまま垂れ流すってどうなんでしょうかね。で、千葉さんに対して、ね、批判が殺到したんですけれども、千葉さんじゃない、工藤さんですね。ごめんなさい。工藤さんに対して批判が殺到したんですけど、なんか相変わらずですね、しらばっくれて無視しているそうでございます。はい。ということでですね。いや、移民犯罪増加させてるみたいなのが、本当デマですからね、雑にも程があるんですよね。確かに、その治安が悪化した地域的にはね、楽はないですよ。楽はないけど、それ、大体貧困層が増えたのが大体の要因だからね。移民であることとないに相関関係ないから。はい。ねえ、さすがに支持者でも 98% の外国人、いやー、支持者の人たち疑問持ってくれるのかな持ってくれないような気がする。日本だったらさすがにね、それはないでしょってなるだろうけど、スウェーデンの話だからな、なんか信じられちゃうんじゃないかという気がします。まあこれも陰謀論の一種ですよね。地元の参政党外線は見る影もないぐらいかそっていました。支持者の人たちが高い位置に人気を持ってかれてどうしようもないと言っていました。そこ認めちゃうんだ。その方は正直ですね。すべてが雑極まりないし、反対やん。参政党は参院選の時に垂れ流したデマとかもね、非国民発言とかも一切反省してないですからね。もう本当この1秒でわかるヘイトデマをね、なんで削除しないんだという話でしかないんですが、参政党はね、今回全滅してほしいなと思います。そんな参政党の神谷宗平さんなんですが、参政党に貸していた金を教師料名目で返してもらおうみたいなことをですね、22年に言っていたことが拡散されていました。これなんか私も去年の参院選の時にちらっとこの画像を見たかなという気がするんですけど、なんかね、自民党の裏金問題を批判する文脈で、パーティーの売り上げをね、どうする、こうするみたいなことでですね、参政党はお金がないから僕の会社のお金とか過去に立て替えたんです、みたいな。で、返
返してもらうわけ、何らかの名目で講師料とかでね、みたいなことをですね、俺は金にクリーンだぜ、みたいな文脈で神谷さん言ってたんですけど、はい、これ政治資金規正法上アウトですからね。これなんで神谷がこんなことを言ったのか時系列ですと、神谷さんは自分はクリーン、みんな無償でテメント DIY と演説していました。実際に当院は無償、あるいは党費や参加費を払って会場や駐車場を当時22年は貸していました。涙ぐましいことをやってたわけですね。神谷さんが講師料として1時間で20万円取ってることを、初期のアンチがばらまいてネットで炎上しました。その秘訣に神谷は支持者の前で参政党にお金を貸していたから講師料という名目で返してもらっているということはアンチが騒いでいると言い訳しました。私たちアンチは全部掘りましたが、政治資金報告書には神谷が過去参政党に金を貸した資金の動きがなく、それはそれで別の政治資金法違反だという、ことをつかみましたと。借入金の返済にすれば無税なのになぜわざわざ税金取られに労務費で支払うのかと、いうことで、まあ最初はこれが嘘だったみたいなんですね。なんだろう。要は、実際は党員さんに対して参加費をもらったりとか搾取をしてて、で、しかも、まあ、講師料とかとしてですね、20万円も金を取ってたんですよ。で、こういう金に汚いことをたくさんやっていたのに、そのことをごまかすために、まあ、嘘に嘘を重ねて、こういうことになってしまったらしいですね。もう、なんかもう言葉がないですけどね。だから、なんか、神谷さんってやっぱり状態的に嘘ついてるから、もう自分が何言ってるかだんだん分かんなくなってんじゃないかなと思います。はい。まあ、こういう話を今追求されたらなんて答えるんでしょうね。はい。治安が悪くなったりしたって移民の方々の受け入れ体制が不整備な政府に責任があります。いや、その通りですよ。だから基本的にその国の政府が悪いですからね。はい。特に難民の方に対しては受け入れ義務があるんで、日本みたいな体制がおかしいんですよ。エマであるかはどうでもよくて、自分の信じたいナラティブに沿ってればまあいいんでしょうね。まあそうですね。岸田のこと散々先ほどすいません言いましたけど、まあ基本的に安倍政権で決まってたことをね、軍拡とかはね、踏襲しただけではありますね。はい。バイデンに個人的に約束してきたのは岸田ですけどね。テレビではいいこと言ってる雰囲気神谷さん。神谷ってその場その場で思いついたこと喋ってますね。そうだ、この前のね、政治資金イベントの競争の最上位席20万円でしたね。やっぱり20万円っていうなんかキーワードがあるんでしょうかね。自分が講師料で20万円取ってたから、まあ今度もね、競争で20万円、政治資金パーティー今度やるんですけど、20万円ぐらい取っても許されるだろうって考えて20万円取ってるのかもしれませんけど、許されないですからね。その場を取り繕えばいいのかっていう話ですよね。彼らの言う治安って見た目に揃ってない、同じじゃないのが許せないっていうだけで、はみ出し物が許せないというだけですという。ああ、なるほど。まあそうでしょうね。だからルール権威主義みたいなのってそういう考え方ですよね。この刑務所デマはトランスエイト刑務所デマを想起いたしました。そのうち刑務所の自国民受刑者を外国人受刑者から守らないと隔離しないと危険みたいな先導のフェーズに行くこともあると思います。でもそうなるとね、本当外国籍のね、刑務所に入ってる人たちのね、人権が危うくなるので、やばいですよね。日本の刑務所ってただでさえ全く人権を無視することで有名なので、恐ろしい話だと思いますし、こういうヘイトデマはやっぱり潰しておかなきゃいけないと思いますね。でも日本保守党の方がやっぱひどいのか参政党に詰めたようなヘイトスピーチだらけでしたと。ということで、北海道小野寺勝さんは落選してください。お願いします。はい。ということで、そうですね。福井のこの前当選しちゃった知事もね、隠れ参政党でしたからね。いやー、ほんとね、やっぱ地方でこういう人たちが浸透していくのはね、本当由々しき事態だなと思います。はい。ただまあ、この辺でね、参政党さんの話ちょっと区切りにして、高市さんの話に戻りたいんですが、まあ、嘘つきといえば高市早苗さんなんですよね。はい。ということで、この前ね、更新したノート読んでくださった方はありがとうございます。ちょっとまあ、読んだ方もいると思うんで、一応まあ、紹介だけさせていただこうと思ってるんですけど、高市さんがね、先ほどからまあ、私、だから高市ファンからしたら、の人たちからしたら、なんでそんなね、ドタキャンのこととか嘘だって言うんだよ。やっぱり左翼は差別的じゃないかみたいな、口だけじゃないかみたいなことを思われる方もいるかもしれないんですけど、まあ皆さん、両年の皆さんはそんなこと思わないと思うけど、高市さんが嘘つきって呼ばれ始めたのって30年ぐらい前からずっとそうなんですよ。今日に始まった話じゃないんですよ。
まあ、例えばね、こうやってテレビ番組にタレントとして出演してる時からですね、米連邦議会立法調査官みたいな謎の肩書きを名乗ってて、まあ、これコングラッショナルフェローって言ってたんですけど、まあ、実際はこんな職業存在しないんですよ。だからアメリカにですね、民主党員とかの、下で見習いに行ってただけなんですよね。それを、米連邦議会立法調査官という風に名乗っていたって。まあ、経歴詐称ですよね、一種の。だから小池さんほどひどいわけじゃないけど、学歴を詐称してるわけじゃないので、ひどいわけじゃないけど、まあ追及した時はですね、怒って、そんなの知らないみたいなことを言ったりとか、あと、公明党のね、推薦で、まあ新進党という政党にいた時に、公明党の推薦で奈良で当選したのに、2ヶ月後でまあ自民党に移籍したとか、あと、政治資金パーティーの資金がですね、なぜか875万円ほど自分の政治団体に移動されていたとか、領収書を差し替えられていたとか、まあ、統一教会のね、ですね、文鮮明さんっていうですね、教祖さんの名前を知らないとか、統一教会のことは全然勉強してなくて30年間議員をやってて、世界日報にも出てたけど、統一教会については何も知らないとか、まあ、放送法の時にですね、総務省の方から文章が出てきたけど、これは捏造だから、捏造だと分かったら私は議員を辞めるって言ってたのに、捏造じゃないと判明したらですね、私に関する部分はなぜ不正確な文書に従って私が辞めなきゃいけないんだみたいなこと言って辞任しなかったりとかですねまあキリがないんですけど、まあ消費税についてもデタラメ言ってたし、あとこれまあ知ってる方は知ってる事件だと思うんですけど、2022年に10月にですね、三重県議だった当時小林貴虎っていう、まあ、極右の議員がいたんですけど、この人がですね、国葬反対の SNS、安倍さん国葬ですよ、安倍さん国葬反対の SNS の発信は、中国からだったという分析が出ていると高市早苗さんが言ってたっていうことを言ったんですけど、なぜか小林さんが、いやすいませんでした、デタラメでした、申し訳ございませんって謝罪して、高市さんがですね、腕の耐え難い痛みで MR 検査を見ている時に不正確な情報が発信されましたみたいな謎のコメントをするというちなみに高市早苗さんがですね、中国にSNS のね、誹謗中傷が殺到したと言ったのは、まあ、ほぼほぼ間違いないだろうということで言われております。なのでね、まあ、こういう細かいのを剥がしてたら、ほんとキリないレベルでいっぱいあったんで、7つに絞ったんですけど、それでもこの分量あるんですよ。だから、正直、だから、杉田水脈並みの嘘つきなんですよね。だから、政治家としてデビューした当時から、経歴レベルでも全部嘘を言ってて、で、嘘ってこうやって、塗り固めてですね、そのまま突き進んで、訂正もしてないっていう人なんで、まあ正直ですね、発言のほとんどが嘘じゃないのかっていう風に言われるのはですね、自業自得だと思います。はい。これ人格の問題とかじゃないと思うのではい。別にだからね、これでなんか虚言癖とか虚言症とかまで言ったらそれはね、ちょっと言い過ぎじゃないかとか、その人格誹謗とかね、病気の誹謗中傷になるかもしれないので、あんまり私は言わないですけど、30年前からね、ずっとその自分の経歴とかで政治的に重要なことについて嘘ばっかりついてる人がですね、今更正直になるわけないでしょっていうまあただそれだけの話ですね。はい。星とはネットの CM が流れてきました。冒頭開いたもののトッツァのドン引きでブロック通報しちゃったから中身忘れました。星ともネットで CM 流してんですね。いや、げんなりですね。星との CM に出くわしてしまった皆様、心中お察し申し上げます。いきなりヘイトスピーチしてたって。ほんまに嘘しか言わない、多席しかしない、言うことがコロコロ変わっているし、よくこんな首相を擁護できるなというですね。だからやっぱりこういうこと知らないんだと思いますよね。それは正直まあ単純にまあいろいろ先ほどね、やけくそ的なね、暗黒啓蒙であるとか、アインランドの思想などについて触れまして、まあ自己責任主義のね、結果ではないかっていうことも話しましたけれども、まあこれをね、知らないっていうのは単純に無知の問題だと思いますよね。ちょっと調べればわかることだからね。だから高市さんを推してる割に高市さんの過去について知らないすぎだし、まあ都合の悪いところに目をつぶっているのではないかと言われてもしょうがないですよね。はい。厚脇さん、コンカラスです。思想以前に上に立つ人としてダメなんですよ。いや、そりゃそうですよ。だって嘘ばっかりついてますからね。だから、虚言を言うことが、まあ、常態化しちゃってる人なわけだから、ね、奈良の鹿も結局嘘だったわけでしょ？うん。
検索かけたら海外でも移民増による治安悪化を確認できる資料はないです。あ、そうですね。だから移民の方々が来たら必ずその治安が悪化するみたいな相関関係はね、否定されてるんで、それを言ってるのは全部デマか疑似科学と言っても過言ではないと思います。ありがとうございます。小林貴虎さんは天中平和連合、そうだ。めちゃめちゃ反 LGBTQ で、そう、統一教会関係議員でもあったんですよ。そうだ、忘れてた。そうなんですよ。言うの忘れてた。ありがとうございます。だからそういう議員だったんで、当時からね、私も言ってたけど、やめろっていろんな人が言ってたんだけど、まあ、これでやめる羽目になったというですね。まあ、ある意味、高市さんが小林を倒したと言えるのか、まあ、よくわかんないけど、もはや。そう、だからその場しのぎのね、軽薄な嘘をついて、挙句人のせいにして押し通すっていうことを昔からずーっと繰り返してるんですよ。だから全く変わってないですよね。はい。で、高市総理がまた嘘ついてました。高市総理は右手を痛め、日曜討論を欠席した理由を支援者としてと握手したということを言ってらしたんですよ。だから、これを人は、病気を否定してないです。リウマチが、まあ、支援者さんとの握手によって、まあ、支援者さんのせいにするのも正直どうかと思ってたんですけど、病気が悪化しましたということを SNS にね、高市さん投稿してたんですよ。で、それが、地方議員との握手に変わってるんですよ。高市首相、支援者との握手で手を強く引っ張られ痛めたということで X に投稿したって2月1日の毎日新聞に載ってるんですけど、今日のテレビだと、討論欠席理由は右手を痛めた。特に候補者地方議員が気合を入ってきて強く握手をされたものであるという。いや。なんで、手を痛めた犯人が変わってんのっていう。まあ、もしかしたら、私みたいな人間に、いや、ちょっと支援者のせいにするの高市さん印象悪いですよ、みたいなことを吹き込まれた可能性はありますけど、それにしても言ってることコロコロ変えすぎでしょ。どれが真実なんですか？だから、私手を痛めたこと自体を疑ってるわけじゃないし、もちろんリウマチも疑ってないですよ。だけど、原因を変えるのおかしいですよね。だからまあ、冗談半分でね、英国のスターマー首相っていう人がね、あいつ手の力強そうだから、あいつが犯人じゃないのかみたいな。だからスターマーのせいにするわけにいかないから、逃げたんじゃないのかみたいなことも言われてるんですけれども、まあ、ほんと真相は闇の中ですね。誰なんでしょうね、高市さんの手握った人。よくわかりません。はい。治安が悪化してるとすれば、排外主義者がデマを垂れ流してるせいでしょって。だから首相がこういう堂々と嘘ついてたらね、そりゃね、世の中、みんなそういう人ばっかりになりますよね。はい。地方議員ってイギリス人の方ですか？誰が手を引っかかったかのファクトチェック必要なんじゃないですか？痛めたのも最初腕と言ってたけど、凱旋してた時テーピングは指だけでした。それはそうですね。はい、確認しました。だからどこからどこまで本当なんですか正直に本当のこと言ってくださいよって感じしますよね。だから支援者との握手でリウマチ悪化したっていうのはまあ言うのは確かにどうかと思うけど、それが事実だとしたら別にまあわざわざ撤回したり謝罪するような話でもないじゃないですか。事実なんだから。なんで違うことに話になってんのっていうまあ話っすよね。はい。ただね、まあ、常態的に嘘をついているのはですね、自民党さん自体もそうでございまして、自民党広報、高市内閣就任3ヶ月の取り組みと実績、ガソリン税、軽油引き取り税の暫定税率廃止、ガソリン税は12月31日、軽油引き取り税は4月1日に廃止されますということで、言っているんですけど、まあそもそもこれ石破政権で決まってたことだろっていうのはともかくとして、軽油引き取り税は2026年4月1日に廃止は誤りでございます。4月1日施行の、不足省には、ですね、当面の間1キロリットルにつき3万2000円とするというふうに定められており、3万2100円ですね、失礼しました。定められており、現行の法律では軽油引き取り税のは廃止されません。廃止のためには衆院解散後の国会で法案改正が必要となります。はい。なのでね、国会を開いてなかったことがこんなところで、ダメージになって帰ってくるとはっていう感じですけれどもだから国会審議進めてればですね、おそらくこれ真実になったんですよ。でもこの人が突然解散したもんだから結局これ嘘になっちゃったんですよね
もう、だからなんでこういうとこ雑なんでしょうね。だから絶対間違っちゃいけないとこじゃないですか。取り組み実績をアピールする3ヶ月間のですね。だから、たとえ石破さんの手柄だとしても、石破さんとか野党の手柄だとしても、自分のおかげだっていう風にアピールしたい部分なわけじゃないですか。だからそれは卑怯だとは思いますけれども、実際アピールできないわけじゃない。高市さんでね、成し遂げられたことだからということで、言いたいのは気持ちはわかりますけれども、それが嘘だっていう何なんだこの人はっていう。なのでですね、自民党もなんか嘘つきになってるということですね。はい。いや、本当安倍さんがまともに見えるレベルで嘘が多いんですよね。これあんたが決めたことじゃないだろ。いやでもそうですよね。高市さんと握手した支援者の人たちは自分のせいかもしれないって思ったと思うんで、後で違う話にしたりするのがそもそも不誠実ですよね。はい。だからそれはそれでね、本人に支援者の人に謝りゃいいのにね。はい。よく過激時計動画では左翼過激派ってことになってた。そうなってんの？トランプみたいですね。トランプはだから ISE っていうね、極右テロリスト、暴力ナチス集団みたいなのが今ね、人を殺したりとかひどいことをしてるんですけど、あいつらがね、やった人たちはね、善良な市民なんですけどね、左翼テロリストだみたいなことを言ってるわけなんですよね。なんかどんどんナチスみたいになってくなぁ。はい。いや、ほんとね、ナチスみたいですよね。前政権の手柄を全部自分のせいにするみたいなのもナチスムーブですよね。で、先ほどすいません、コメントいろいろいただいてたのをすいません、スルーしちゃってたんですが、ちょっと紹介遅れてすいません。自民党が YouTube で使った選挙のための高市 PR 広告が非常に話題になっております。アップロード後は全く再生されていなかったのに、2日目から広告ブーストをかけまくって7000万再生超えしております。これ YouTube の広告単価を考えると、最低でもこの動画1本で2億から7億円は広告費がかかっているはずです。毎年130億円の政党交付金を国からもらう自民党はそれでこの潤沢な資金源を使っているはずです。官房機密費なのかもしれませんが、自民党にはね、腐るほど金があるんでですね、我々の税金ですよ、もともと原資は。外資企業である YouTube に広告を出しているんですよ。高市さんは。で、これが7300万回再生されてるんですよ。現時点で。いやっていう感じですね。私も YouTube 広告とかいろいろ見たことあるので分かりますけれども、この方が言ってること正しいですよ。大体。大体広告単価によってムラがかなりあるんだけど、7000万回再生ぐらいさせるんだったら、7億円ぐらいかかっててもおかしくないです。はい。大体ね、それぐらいのね、10倍ぐらいのお値段がかかりますので、再生回数のね。だから7000万回再生されてるわけだから7億円ぐらいつぎ込んで、広告としてですね、広告として1回再生されるごとにYouTube での再生1回という風にカウントされるので、YouTube にですね、それぐらいの多額の費用を投じて、選挙中これを延々と流してくれみたいなことを依頼したと思われます。X にもね、ずっと広告が出まくってるのを気づいた方もいると思うんですけれども出してみようかな。今は出ないか。大体ですね、ニュースとかの広告で出るとですね、これブラウザで広告消してるので出ないですけど、高市さんのでかい写真が出てきたりします。はい。だからいくら広告費につぎ込んでんですかね。はい。本当文春のスクープとかね、普通なら致命傷になるんですけれどね、なんで高市さんだけ無敵なんでしょうけどね。そう、高市さんが首相になった途端にいろいろなことが決めたみたいなことがですね、はい。極右からしたら NHK も売国なのでキャンセルするのは当然だし。なるほど。日曜討論をバックれたことに関して、バックれたって言っちゃったな。ごめんなさい。やっぱりそういう用語も出てるんだ。なるほど。N 国の支持者の人も流れてるでしょうからね。もう3、4回流されました。この CM1 日5回見せられてます。冗談抜きで3回に1回高い位置流れてくる。もしかして私の動画にも流れてる？やだな。恐ろしい。他の配信中に流れたジャンプスケアの計画。自分のプレミアムなんで広告見たことないですって。いやー。
私、だから、すいません。もし毎日流れてしまったら本当に申し訳ないんですけど、YouTube が勝手に広告設定してるから何の広告流れてるか知らないんですよ。はい。当然ながらこの動画でも配信でも流れてる。そうなんだ。やだな。高市の広告だけ消してもらうことできないのかな。まあ確かにでも政治カテゴリーだから普通に流れちゃうよな。申し訳ございません。本当に。すいません。マジで。維新と保守党の広告も出て、うわー。共産党の広告も出てきたことあるんだ。いや、共産党さんの広告ならいくらでも流していいんだけど、毎回共産党でいいよ。まあなんかね、そういう政治思想は多分なしで、政治系とか社会系とかのカテゴリーで表示してるんでしょうね。やだなぁ。ということですごい今広告流してるのに罪悪感が流れてまいりましたが、すいません。申し訳ない。ということでですね、ちょっと話を進めますが、外為特会ホクホクという、話はこれも嘘ですか本当ですかということで、高市首相発言火消し追われる政府内ということで、まあ、いろんなものがですね、なぜか致命傷にならない高市さんと言われてるんですけど、これは本当にまあ、選挙後の話も含めてやばいのではないかと言われております。週明け2日の東京外国為替市場では円安を容認する発言であるとの受け止めが広がりましたと、いうことでですね、まあ円安で助かっているのは外為特会で今はホクホク状態みたいなですね、ちょうど級の暴言をですね、演説中に言ってしまったということで、まあてんやわんやのひっくり返ったような経済界が大騒ぎになっております。テレビでもまあ取り上げられてるんですけど、円安ホクホク発言、円安でもっと助かってるのが外為特会なんです。これの運用は今ホクホク状態です。総理が口にすべきことじゃないですけれどもって分かってんだったら口に出すなやという話でしかないんですが、まあ外為特会っていうのに対してですね、よく分かんないっていう人は一応説明するんですけど、要は米国債とかなんですよ。だから要はドル建てで買ってるもんだから、そりゃね、円安でドル高になればですね、運用益が出て、まあめちゃめちゃ儲かっている状態なんですけれども、まあそもそもですね、米国債って、米国の許可なしに日本って植民地国家なんで、売れるもんじゃないんですよね。だからいくらホクホクになったとしても、確かに運用益は出ますよ。運用益は出る利息とかそういう形で出るけれども、そもそも、まあ、売ってお金にするっていうことはできないので見せかけ上の問題ですよね、これ。だから総理が口にすべきことではないし、そもそもアメリカを刺激するようなことをさらに言うんじゃねえよっていう話ですよね。こいつマジで外為売る気なんっていうですね、アメリカとかですね、まあ欧米の投資家も絶句しているというような話が出ているんですけれども、はい。ということでですね、もう円安に突き進む一方の高市さんなんですけど、この発言こそなんか嘘だっつって撤回すればいいんじゃないかなと思いますね。Twitter にも出てくるし、自民党候補を何度通報しても表示される。Twitter はね、絶対表示されるみたいですね。私も表示され続けてます。いや、大丈夫。分かっています。また余計なこと言ってるし、私は今のところ自民党の広告ばっかり流れてます。人民は円安のせいで価格高騰で生活苦なのにっていうね、金融市場の債券事件代にも止められないのかという。まあ、日経新聞があれだけディスっても止められないですからね。もう、本当に、無敵状態ですよね。日本も経済に関することだと、まあ、ある程度反応強いですね。人権問題は反応鈍いですけどね。まあ、そうですね。経済界の人たちは本当そういう人が多いですからね。まあでも私、反米派だけど、なんかこんな形でね、アメリカの機嫌を損ねることになるとはまさか思わなかったですよ。台湾問題とね、しかもこの円安問題で。だからどっちもね、アメリカを刺激する、アメリカに従属するよりね、ことになると思ってたから、高市さんがまさかなんかアメリカの方針に逆らうとはっていう感じですけどね。まあ、ただですね、こうした物価高対策を重視する人の比例投票先は、じゃあ、中道さんがね、とかね、我らが共産党さんがですね、伸びてくれるんだろうなというふうに期待したんですけど、まあ、そういうふうになってないそうでして、まあ、これも朝日の調査だからまた持ってる可能性もあるんだけど、物価高対策でですね、自民党に投票する人が 51% だそうです。なんでやねんって
まあ、外国人政策っていう風な項目を設けるんじゃねえよって思うんですけど、外国人政策はですね、まあ、大体合ってるんですよ。自民党、参政党、日本保守党なんで、大体合ってるし、まあ、政治と金については中道さんがね、多数派なんで、まあ、大体合ってるんですけど、なぜ物価高対策で自民党になるっていう。まあ多分ですね、なぜ円安か、物価高状態に陥ってるのか分かってないんだと思われます。まあ、国本先生が、まあ、割と素朴な、疑問をお書きになられておりまして、本当に不思議なんですけど、高市政権が発足してから物価高加速してんのになぜ自民党のせいで物価高が生じるっていうふうに考えないんですか？高市さんの失言のために円安になってますよね、と。まあこれただ高市さんをウォッチしてる人ならわかると思うんだけど、まあ結局ね、やっぱり私がわかってると言いたいわけじゃないですけど、海外事情をやっぱり知らないすぎるんじゃないかと思うんですよね。基本的に今、洋画とかアニメとか、西洋製のものってすごく不審で、エンタメとかにはやっぱ興味失われてる。まあ、それはハリウッドも悪いんですけど、まあ、何かね、トランプがやってるめちゃくちゃな関税交渉とか、戦争の話とか、まあ、パレスチナとかね、ウクライナの話とか、まあ、そういうことしか、聞こえてこないわけじゃないですか。で、そうなると、アメリカのせいでこうやってまあ、円安になっているのであって、まあ、実際日本の責任っていうのは限定的なんじゃないかっていう理解が、まあ、結構広がっちゃってるのかなと、まあ、個人的には思ってます。ぶっちゃけトランプがやってることってね、ドル安になってるから、どちらかというと、円高をアシストしているのであって、円高のアシストフォローをしているのにもかかわらずこの状態っていうことだから深刻だし、まあ、高市さんがやってることマジでやばいんですけど、まあ、多分そういう理解がですね、やっぱり伝わってないのかなと思いますね。はい。言ってる先から日本星とろ CM が流れました。いやー、やっぱり配信の CM 切るかな？ごめんなさい、本当に。ちょっと選挙中切りますわ。今度から。ちょっと今日だけ許してください。いや、星党の CM 流れすのはね、ヘイトスピーチですからね。物価高対策に期待する政党ナンバーワン自民党。日本共産党と経団連が人民戦線組んでもおかしくないレベルのひどさですね。ここから野田さんが助かる方法あるんでしょうか？いやー、でもなー、自分たちが物価高対策、いや、中道さんになったら絶対物価高対策マシになると思うんですけど、それを1週間でアピールする方法がないですよね。厳しいですよね。消費税どうするつもりなんですか？いろんな情報を追ってないとそうなってしまうのかな。やっぱり海外の情報がね、まあマスコミが悪いと思う、もう責任が重大だと思うんですけど、やっぱり海外の情報が偏ってるんじゃないかと思います。だからトランプのせいでなんか円安になってるみたいなイメージ抱いてる人が多いんじゃないかと。トランプの人気はね、だいぶネトウヨ的な人たちの間でも下がってきてるなっていう実感はあるんですけど、だけどやつがなんていうか、円安を引き起こしてるっていうのは嘘なんで、奴がやってるのはあくまでもドルを安くしてるだけだから、相対的にはね、円安くなってないはずなんですよ。だから何でもかんでもトランプさんの整理するのはね、それは間違ってますね。はい。高市はレアアワースはなんとかなるみたいな演説普通にやってんのも怖い。まあそこは怖いよね。今すいません、広告オフにしましたわ。はい。物価高対策と言いつつ、物価を下げる政策をしない。時事検定受けたら10票とかにならないかなって。K-POP がめちゃくちゃ売れてることは、多分知らないでしょうね。だから韓国に対してあんな態度なんじゃないですかね。中国と韓国のエンタメの売れ方を知ったらですね、多分絶句するんじゃないですかね。だからね、だんだん日本の代替になっちゃってますからね。自民は食料品の税率 0% にした後で全体の消費税 12% に上げて結果として増税させるというプランが、そうですね、その話も出てるみたいですね。まあさすがにいきなり 12% に仕掛けることはないかもしれないですけど、まあそりゃね、自民党ですからね、増税するでしょう。絶対軍拡増税しようとしますよ。原資が国債か消費税かは知らないですけどね。まあ、どちらにしろ私たちにとっていいことにはならないですよね。はい。F の凱旋でも南鳥島のレアアースとか言い出しました。
まあそんな感じなのでですね、経済界もついに堪忍袋の尾が切れています。日本企業の対外投資ブームは円安とともにありました。つまり本来であれば割高になるはずの円安を逆風に受けつつも、日本企業は海外企業を買収を進めたり、海外の土地工場を買収したりといった直接投資に熱心だったということです。日本企業は為替だけを見て投資判断をしているわけではないです。故に円安によって国内投資が回帰してくるという単純な話はありませんということで、なんとみずほ銀行がですねまあこれ定期的に、出しているマーケットトピックらしいんですけど、高市演説を受けて危うい現状認識というコラムを出しました。はい。みずほ銀行のレポートより、今回の高市発言が円安要因だったかどうかは本質的な話じゃない。高市首相の円安になると国内投資が戻ってくるとかいうね、嘘を言ってるんですけど、こういう認識は前時代的発想であって実際そうなっていませんと。そんな事実はないと。外為特会は将来の通貨防衛に際し投機筋と戦うための有限な資源であり、そもそもまあ米国債とかなので簡単には売れません。ドル売りのための原資だからドル換算でいくら保有しているかが重要な要素であり、円換算で見れば大きいという話は意味がありませんというですね。もうボロカスですね。だから、お前、経済のこと何も分かってないだろうみたいなことをですね、まあ、金融の人たちだから、当然、保守派、レオリベですし、私のようなね、社民主義者とは相入れない人たちですけれども、ここまで言われるかっていう感じですよね。こんなこと言われる自民党の首相いたのかなと思います。はい。タックス・ザ・リッチという珍しくポジティブな増税フレーズ。そうですね。共産党さんのね、タックス・ザ・リッチだけがね、めっちゃポジティブな増税フレーズですよね。みずほ切れた。防衛費増税って今年の4月からですよという。そうですね。防衛費増税自体はすいません。後で説明しますが、一部増税されます。まあ、さらなるね、ただ原資っていうのはですね、必要になってくると思いますよね、おそらく。中国の神話を題材にした CG 映画は面白かったです。頭取は官邸に乗り込めですね。いや、だから経済界の人、どつめした方がいいんじゃないですかね。高橋陽一の言うことをいつまで信じてるのかと。あと、まあ、熊谷さんもですね、私、あまり好きじゃない人ですけど、千葉県知事ですね。日経新聞が昨日の坂井総理の演説を無料で全文掲載しました。世界3位、4位の経済大国の首相として、そろそろ高橋陽一のような金融関係者から相手にされないような主張を信じるのはやめていただきたいと切に願っております。今、日本の首相の発言として世界中の経済メディアが報道し、世界を駆け巡っています。私は高市総理の財政金融政策とは意見が異なりますが、国民の多くが高市総理を支持している以上、民主主義としては高市総理の方針で生き、国民はその先にある世界で生きるしかないのかなと思っております。高市総理の大きな方向性を変えなくても誰の話を信用すべきか、総理として聞くべき相手を間違えないでくださいというですね。すげえ、高橋陽一って名前出しちゃったよという感じで、まあ、熊谷さんというか、まあ、ただ熊谷さんに限らずですけど、やっぱり地方自治体の市長とかは言う人は言いますよね。言いますよね。はい。まあ、これはね、悪いことではないと思います。地方自治のね、やっぱり首長とかからね、米州の知事とかもそうですけど、リベラル派の知事とか突き上げすると結構トランプ政権にダメージ大きかったりするので、まあ、ああいうね、わけのわからない中央政府の人間にはやっぱり地方の市長が言うっていうこと自体は正しいのかなと思います。ですね。高橋陽一さんにお伺いしないといけない。みずほ銀行も最悪呼ばわりするのかね。ということでですね、防衛増税の話先にじゃあしますか。ですね、消費増現在よりも先に防衛増税が4月にスタートします。はい。自民党の公約には直近3回の国政選挙で記載なしということで、今回の衆院選、まあ消費減税に注目が集まってるんですけど、選挙後に控えるのは実は増税でございます。防衛費拡大の財源を一部を税金で賄う防衛増税が4月に開始されます。防衛費の国内総生産への引き上げなどを盛り込んだ安全保障3文書の改定に合わせて法人税、たばこ税、所得税を段階的に引き上げ1兆円を確保するとしました。まあ、ただ恒久財源としてこれまあ微妙なので、さらなるね増税があるんじゃないかとは言われておりまして、先ほどの消費増税の話はね、まあそれに絡んでくる話だっていうことですね。
法人税、タバコ税の増税開示は2026年4月からで、高市政権は所得増税を27年1月からと決めましたということで、まあだからですね、消費減税がたとえ成し遂げられたとしても増税するんですよ。防衛費増税で。で、今回ね、公約に織り込んでないんですよね。だから公約に織り込んでないし、だから大体高市さんを支持してる人たち気づいてないんじゃないかっていう疑惑が出てますね。連立を組む日本維新の会は防衛費増額に伴う財源確保は防衛費特別所得税の活用と合わせ行政財政改革や経済成長による増収税などを通じて持続的に確保するうんたらかんたらなどと、明記しておりまして、なんかあんまりなんか増税に積極的ではないようなことを言っているんですけれども、自民党がねこうやってもう石破の段階で決めてるわけですから、まずやるだろうと思います。だからですね、そもそも防衛費を上げるっていうこと自体があれなのに、そのためにですね、自民党を信任するとさらに増税されるわけですよね。はい。私、タバコは吸わないですけれども、こういう事実をやっぱりみんな知らないんじゃないかなという気はいたしますよね。そうですね、新自由主義者の人たちがね、経済的陰謀論を示されて、さすがにそれはやばいだろうっていう。窓の大暴れか。ありがとうございます。ありがとうございます。埼玉県知事って、千葉知事のことだったんですね。千葉県知事のさっきの、熊谷さんのことだったんですね。ありがとうございます。別の方だと思った。ありがとうございます。熊谷、コロナ対策に対してはろくでもなかったですが、こんなまともなこと言うようになったんですね。という。さすがにだからネオリベの人たちも怒ってるんでしょうね。はい。どこまで住人から絞り取るのかと。だからこういう話をやっぱり知らないですよね、みんな。東京新聞はちゃんと報じてくれてるけど、朝日はね、まず300議席とかよりまずこれを報じろっていう話でもありますよね。こっちの方が重要な内容でしょう。はい。物価高は本当いつまで続くのか。で、問題はアベノミクスの間違いを総括できなかったことです。だからその原因を追い続ける今の首相みたいなのが担がれることになります。日経新聞もさすがに危機感を抱いて現政権批判に転じましたが、これまで15年間何をしていたんだ、ネオリベ連中はという気持ちがあります。社としての総括が必要でしょうということで、文学者の平野啓一郎先生ですけど、全くおっしゃる通りだと思います。だからやっぱり言うの遅いし、今更やっぱりネオリベの人たちがね、経済陰謀論を唱える人が首相になったところで怒り出したところで、ちょっと時期を逸してるというか、このままね、ポピュリズム増税に突き進むのはですね、避けられないような気もしますので、それに対してやっぱり左派は抵抗していく必要があるだろうなと思いますね。はい。ということでですね、高市政権賛成と嘘ばっかりの話でございました。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくぜひお願いいたします。はい、ということでですね、最後、まとめとしてですね、人民はこのようにどうやってこのね、ファシズム政権に対抗していくかみたいなところを喋って、終わりにしたいと思います。ちょっとお水飲ませてください。はい、失礼しました。そうですね。安倍晋三の時とかね、その時点で批判すべきだったと思いますし、そもそもね、オリベの人たちが安倍さんのアベノミクスを容認したからこうなったんだよっていう、そう言いたくなる気持ちは非常にありますよね。なんでお前らあの時命がけで止めなかったんだという。はい。ただですね、高市政権のファッショナ部分に、対抗していく必要があると思うので、最後にそれを述べて終わりにしたいと思います。はい、先ほど言いましコメントにもありましたが、高市首相悲願、憲法改正やらせてください、自衛隊を明記したい、だそうです。言うと思いましたよね。新潟県での演説で、自衛隊の誇りを守りしっかり実力組織として位置づけるためにも当たり前の憲法改正をやらせてほしい。当たり前の憲法改正ってなんだよ。当たり前じゃないだろ憲法改正は。ということでですね、
まあ中道さんがあまりに負けに負けて、まあ自民党に最悪取り込まれるみたいなことになってしまうと、改憲勢力がまあ3分の2を超えて改憲されてしまうのではないかみたいなところが現実化しています。まあ何としてでも共産党を伸ばす必要があると口酸っぱくして言ってんのはまあこれが原因です。社民党さんも頑張ってほしいですが。自民党に入れようとしている人は自民党の憲法改正案を見てください。日本弁護士連合会も危険性を指摘してます。最高法規としての基本的人権を削除しての緊急事態条項はマジでやばいですよ。徴兵制、預金封鎖、選挙停止何でもできますということで、よくこれを言うとね、なんか危機感を煽ってるとか、恐怖を煽ってるとか、まあ言ってくる人たちがいるんですけど、日本弁護士連合会さんの見解ですからね。日本弁護士連合会さんの見解をなんか左翼お花畑みたいなこと言うんかいって聞きたいですね。まあもちろんね、弁護士連合会さんは人権の立場からですね、自民党政府とかを激しく批判してたりする人たちなんで、当然、批判的な見解なわけではありますけれども、現行の日本国憲法のとかですね、家族に対する条文を変えたりとか、まあ個人の尊重、人として尊重に変更したりとか、まあ緊急事態条項を追加するとか、基本的人権を侵すことのできない永久の権利っていう部分を削除するだとか、だから自民党はね、2010年代にこういう改憲草案を出してるんですよ。実際に、高市さんがやるとしたら、まあ、9条のね、国防軍保持ぐらいしかできないと思いますけど、もしやるとしたらですけど、さすがにね、こっちまで踏み込んだら、まあ、100% ファシストだって言われるだろうから、いきなりは言ってこないと思いますけど、なんかね、でも、あまりにもその世論が右に傾いたら、しれっとこっちに混ぜ込んでくる可能性あると思うので、やっぱり絶対に阻止しなきゃいけないと思います。あつっきーさん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。そうですね。やっぱりファシズムの台頭がリバタリアニズムね、さっきアインランドの話しましたけど、流れから来てるっていうのがね、恐ろしいですよね。アメリカと一緒ですからね。そう、反動的憲法改約、徴兵される改憲の何が当たり前なんやというですね。はい。だからね、中道さん、今からでいいから護憲訴えてほしいわ。はい。それは本当に思いますね。自民党の憲法草案は本当にひどいです。国民投票法103条がやばいんです。なんだったっけ、ごめんなさい。今ちょっと確認します。自民党の改憲案は絶対実現させてはいけないし、憲法の定義をなしていませんっていう、まあ、あれね、そもそも憲法じゃなくてなんか作文だとかで、参政党みたいなこと言われてましたからね。103条は公務員や教育者がその地位を利用して国民投票運動を行うことを禁止する規定。なるほど。ありがとうございます。これか。だから、これ、まあ、日本国憲法の、だから、改正手続きに案する法案って問題だらけで、テレビ CM とかが禁止されてないとか、なんかね、力ある人がプロパガンダやりたい放題だとか、まあ、いろんなやばい規定がいっぱいあるんですけれども、だから、今教えてくださった方の、あれによりますと、どうだったっけ103条だから、あれですね、公務員であるとか、の人たちの、地方公務員であるとか、行政執行人の人たちの、役員もしくは職員の、人たちはこの地位にあるために国民投票運動を効果的に行える便益または利用して投票運動をすることができないということなんで、まあ先生とかがね、護憲とか憲法改悪反対みたいなことを日教組の人たちとかが例えば言ったら逮捕される可能性があるってことですよね、これ。やばいなぁ。ほんと国民投票法問題だらけだな。だからこれをね、まあ改正しなきゃいけないんですけど、まあむしろ改悪しようとしてるわけですよね、自民党は。さらになんか自分にやりやすくするように魔改造するっていう計画もあるっぽいので、恐ろしいなと思います。はい。そう、今やね、純正護憲政党が共産党さんと社民党さんだけになっちゃいましたからね。自民党さんの議員は人権いらないとか普通に言ってるし、憲法がなぜ存在するのか少しは考えてほしい。
24条項目追加で福祉崩壊しますし、サワニューズさん、ここからです。お久しぶりです。来ていただいてありがとうございます。西田、そもそも人権があることがおかしい。言ってたね、西田昌司さんね。はい。家族がお互いを助け合わなきゃいけないって、工場を楽したいっていうことかって。そう。入管法改悪がなぜ問題なのかって私散々言ってきましたけど、そう、家族の条項とかこういう、だから基本的人権の侵害をだから入管という組織はやっていて、それを外国籍の人たちにね、だから今なんか、ね、非正規滞在だからうんたらかんたらこうたらとか、ルールがね、守らなきゃいけないとか言ったら言ってる人たちがいますけど、ああいう人権侵害を放置している国は、必ず、マジョリティと言われる人たちとか、にも同じことをやるわけですから、だからね、でもそういう言い方をすると、その入管でひどい目に遭った人たちの体験を歪償化することにもなりかねないので、私はあんまり言いたくないんですよね。言いたくないんだけど、なんかそう言わないとわかんないのかなっていう、なんかちょっと歯がゆい気持ちになりますよね、本当に。どんな気持ちでこっちが入管法に反対してると思ってんのかというですね。人権いらないとかもう議員が言うことではないっていう。だから本当に西田昌司は議員やめろっていう話なんですよね。ああいう発言した時点で。はい。本当天皇制も破壊しなきゃダメですよ。ただですね、こういう、高市さんがね、あだこうだと、300議席手に入れたらやりたい放題じゃんみたいなことを早速言い出してんですけど、調子を乗るなという話ですね。個人的には高市早苗さんが圧勝するかもしれないが、圧勝したことで完全な窮地に自民党が追い込まれる可能性は高いと踏んでいると。理由は単純です。レアアースの現実的枯渇及び高市圧勝による円安悪化の影響が止められないからで、憲法改正どころではないでしょうと。これやや楽観的な予測ですけど、王さんの言うことね、割と正しいと思います。可能性高いですよね。だから、今回、残念ながらちょっと政権交代は難しそうです。難しそうですけど、そこまで悲観する必要もないのかなと、個人的には思っていて、今、レアアースが、事実上禁輸されてるじゃないですか。で、経済界がね、もっと大変なことになるし、確かにその、ショックというか痛みっていうのは弱い立場の人たちに来ちゃうからできるだけ彼らを守らなきゃいけないですよ。それは前提ですけども、悪いけど、高市さんを全力で批判して、最悪もう弾劾すべきですよね。だから、悪いけど合法的に、地位から降りてもらうしかないと思うし、自民党内からでも高市おろしがね、発動するんじゃないかっていう、観測もあるわけなんで、そうだとしても、ただ自民党の議席数が減るわけじゃないですから、護憲左派を今伸ばしておかなきゃダメなんですよ。だから共産党さんをね、10議席以上にして、憲法改正を全力で阻止してもらうと。いうですね、今回の選挙でね、私がしつこく左派政党に投票してくださいって言ってるのは、もちろん自分の党派性もありますけども、やっぱり現実的に考えて今左派を伸ばしておかないと、憲法改正に手突っ込まれたら困るからっていうところですね。ギャンブルニキさん、こんからです。初コメありがとうございます。そうですね。皇族に対しても人権侵害なので、私は廃止すべきだと思ってます。はい。法学者によるこの改正条文はどのような意味を持つかという解説も法に触れる可能性が出てくる。なるほど。なるほど。ありがとうございます。確かにそうですね。法学者の人たちとか公務員とかでは、該当する人はですね、こういうだから教育者とかに該当したら、いや、この法律はおかしいみたいなこと言ったら、これ逮捕される可能性があるってことですね。ありがとうございます。この投稿はね、そう、高市さんでなければ正しい。どうなんだろうな。高市さんだったら人気でやっぱり持ちこたえちゃうっていう可能性はあるのか。3時間前に文集法が出たみたいですね。一応出しておくか。今ちょっと検索しておきます。すいません。今回ちょっと情報が遅くて取り上げるの、遅れちゃったんですけど、ですね、なんか高市さんのね、キャンセルがですね、日曜討論の出演キャンセルが2日前ぐらいから準備されてたっぽいですね。はい。レアアースの安定供給のめど、今ですね、日本在庫で持ちこたえている状態らしくて、この前報道特集での、番組見たんですけど、それに出てきた中小企業業者さんは、あと2、3ヶ月は持つけど、それ以上は持たないから、中国に禁輸を解除してもらうしかないっていうコメントしてましたね。
高市支持者は物価高も円安も財務省か日銀か野党のせいにすると思います。でもそっか、多席が発動するのか。多席といえばということで、高市さんの話なんですけど、日曜討論出演キャンセルは2日前から準備していたということで、文春オンラインに速報が入ったみたいですね。統一教会の問題になるとだんまり、高市首相のパーティー券、教団側が購入、報道に責任問題を求めている声が多数という、これもだから文春の大スクープなんだから、もっと取り上げられていいはずなんですけど、まあ統一教会がパー券買ってたんですよ。高市早苗首相が2月1日午前の NHK 日曜討論出演を直前に取りやめ、野党が再設定を求めて抗議している問題だが、生放送の2日前から出演キャンセルを準備していたことが週刊文春の取材で分かった。1月30日の金曜日時点で高市氏側から政調会長を務める小林孝之氏に代打出演を打診していると。そこで白羽の矢が勝ったのが政調会長代行の田村さんでしたということで、やっぱり田村の出演は規定路線だったんですね。なるほど。そうなると、やっぱりキャンセルの理由自体が嘘だったのではないかっていう疑惑は確かにこれ出てきてしまいますよね。いや、リウマチ自体はね、実際高市さん病気なんで、ご持病があるので、それはね、否定しちゃいけないですけど、急に悪化したとかそういう話じゃないんじゃないかっていうことですよね。だからできるだけ休みたいから、ちょっと腕痛いからさって、田村くん変わってくんないみたいなセリフがあった可能性があるっていうことですよね。いやいやいや、ひどい人だな。だから周囲にも自分の実際の病状とか知らせてない可能性があるってことですか、これは。それだったら誰にもわかんないじゃん。はい、ありがとうございます。野党が質問するからトリプル安になってそこまで岡田さんの計略なの？すごいな、岡田さん。岡田さんにかかればなんか中国崩壊するんじゃないですか。岡田克也さんってそんな能力あったのか。アースの生成はそう、中国でなければやっぱり、値段が全然違うんですよ。オーストラリアとかからも一応、だから、その業者さん困ってて、オーストラリアから仕入れるかでも3倍ぐらいの値段するんだよねって、まあちょっとコメントされてて、本当に悩んでおられるようでした。だからそういう人たちに対する救済はあってほしいんですよね。さすがにその人たちを私は見捨てるのはひどいと思うので、でもなどうすればいいんだろう。だから本当にね、高市さんを辞めさせないと多分中国辞めてくんないので、はい。田村さんがなぜね、準備満タンで出てきたのかっていうのは確かにね、私、名村典久さんでびっくりしたんですけどなんでこいついるのみたいな。はい。予定とかもね、全然違ったみたいなことが言われてまして、なんで、ね、田村さんここにいるんですかみたいなね、どこから出てきたんですかみたいな、影武者ですかっていうような、まあ、皮肉ったコメントはね、いろいろ見られてたんですけど、まあ、実際ね、準備万端で待ち構えてた可能性があるってことですね。はい。まゆっちさん、ここからです。来ていただいてありがとうございます。悪性に対して民主は抵抗する権利及び義務があると反映推移運動を思いて思いました。いや、全くその通りですよ。はい。だからトランプのね、に対抗してる人たちがいるわけですから、私たちも頑張らないとですね。エアースが中国依存になってしまっていることも問題ですが、原発の再稼働や原発の新設等も予定しているのに、レアアースの安定供給の目処が立っていないというのはですね、まあそうですね。まあ、斉藤哲夫さんじゃないけどね、高市さんのオウンゴールというか、まあ、自滅ですよね。原発再稼働あんなに従ってたのに、できないじゃないですか、この状態じゃ。とてもじゃないけどね、中国から原材料輸入できないわけだから無理ですよね。自民党内で辞めるやついなかったのか。だから、やっぱり周囲の2、3人にしか相談してない人だって言われるから、そうなったんじゃないですかね、今回も。明太子さん、初コメありがとうございます。メーカー在庫の切れる春が正念波ですね。やっぱ春ぐらいには切れるんですね。ありがとうございます。だから、本当メーカーの人たちは罪ないから、なんとかね、万博の話もそうですけど、やっぱり一番末端の人たちに負担が来るっていうのは私は許せないですよね。はい。スマートフォン、そっか、全部、中心とした電化製品全部が高くなる可能性あんのか。
だからね、私だってだから病気を揶揄したいわけじゃないし、左翼は冷酷だな、非常だな、みたいなこと言うんだったら好きに言えばいいですよ。でも、高市さんは説明する義務があるでしょ。なんでこんなことしたのっていう。何のために田村さんの予定を開けといたのっていう。少なくともこの件に関しては説明する義務が出てきたと思いますけどね。はい。そうですね。文春のパーケンの件なんですけど、赤畑さんがスクープで2022年に報道してます。すいません。それはね、言っておかなきゃいけなかったですね。ごめんなさい。ありがとうございます。フォローありがとうございます。だからね、なんかね、結局赤畑さんが頑張って調べて掴んだことが、後々なんか文春とか朝日新聞とか毎日新聞の手柄にされている気がするのがちょっともやりますよね。はい。で、まあですね、こうしたファシズム政府にはいろいろ対抗している人たちをですね、最後に紹介したいと思うんですけど、山上徹也さんが、無期懲役判決を不服として、明日控訴することに、今日報道がありました。頑張ってください。弁護側は宗教被害を主張しましたが、奈良地裁、まあこれもね、奈良なんだよね、実は。旧統一教会に恨みを抱いても生命を奪う意思決定が大きな飛躍があるなどとまあ指摘して、まあ、無期懲役だというふうに言われてしまったわけです。確かに彼殺人犯ですから、無罪にはできないっすよ。そりゃ、私は山上さんに深く同情してますけど、だからといって、人殺した罪がね、帳消しになるわけがない。それはわかりますけど、あまりにひどいじゃないですか。だって、宗教被害は、殺人と関係ないみたいなこと言いやがったんですよ。ありえないでしょ。統一教会がなければ山上さん人生狂わなくて済んだんですよ。おかしいじゃないですか。だからね、これ完全な不当判決だと思うし、少なくとも統一教会の行いについて裁判所は認める義務があると思いますので、認めてください。はい。最悪減刑されないかもしれないですけど、高裁最高裁でですね、旧統一教会の、宗教被害というのが認められることを望みますね。はい。だから彼が人生かけて訴えたこと何なんだよっていう話になっちゃいますよね、これだったら。はい。っていうことでですね。いや、ほんと高額療養費とかで薬の値段引き上げてるって言ってる維新の連中の方が冷酷だろって話なんですけどね。本当に。ちなみに昔書いた、まあ、そのノートだと、まあ、維新の話もね、ちょっとしていたんですけれども、だからね、基本的に彼らって、そのメンタルが犯罪者だから、政治家が犯罪に手を染めてるっていうよりも、犯罪者が政治に手を染めているっていう風に考えた方が、まあ、合理的な回答だと思うんですね。はい。一旦切れちゃったら再開するまでが大変です。生産ライン停止したら従業員は一時解雇間違いなしでしょう。失点。そうですね。だから本当の工場の方々持たないと思います。春までなんてなったら。参政党支持者は自民党裏金で叩くと同時に共産党の解体を望んでいる。なんでなんでしょうね、彼らはね。左派に転向してくれよって思うけど。まあ、差別主義をやめてもらわないと無理か。異例の交流期間の長さも異様でしたって。いや、本当ね、3年も2年も交流しておいて、一体何を待っていたのかって感じですよね。まあ、普通に元気そうだったんで、そこだけは良かったと思いますけど、なんかな、やっぱり彼の人生何だったんだよっていう風に思いになってしまうのでですね、まあ、正直私、山上さんに同情してますけど、でも、反感びいき抜きで、彼のね、宗教被害は絶対認められるべきだと思いますので、人権上の問題だと思いますんで、はい。そう。でもそうですね。中国から薬の輸入ができなくなるっていう可能性も今出てきてるわけですからね。はい。なんとかしてほしいなと思いますし、なんで統一教会の関係者はね、韓国で逮捕されたのに日本では野放しなんですか？日本ではなぜ首相になっているんですかと思います。はい。また山上さんと同じように一人で戦っている方もいらっしゃいます。リスクがあるのに応援は心強いと、防衛省前でのハンストが9日目に突入しました。イスラエル製ドローン購入巡りということで、イスラエル製の小型攻撃用ドローンを、防衛省に購入しないでくれと求めて、防衛大学校 OB の平山さんが、防衛省前で続けているハンガーストライキが3日で9日目に入りました。
支援者のサポートを受けてらっしゃるんですごいなと思うんですけど、平山さん、まあ僕は、想像していたほど辛くないですよみたいな、ね、そんなことなくないっていうコメントをされてるんですけど、まあハンガーストライキをされていて、ずっとね、こういう寒空の下、寝泊まりしてらっしゃるので、いや、本当に、いや、正直、本当心配すぎて、なんか、もうやめてよって思っちゃう気持ちもあるんですけど、でも多分平山さんは本当最後までやめないと思いますので、防衛省はドローン買うのやめてください。お願いしますから。なんでイスラエルからわざわざドローンを買わなきゃいけないんですか。だからですね、最後の手段として市民がこうやってハンガーストライキについに出たわけですよね。だからそもそもそういう状況に至っているのがおかしいのであって、イスラエルみたいなね、実際虐殺で試しているような国家に、現在進行形でね、そういうジェノサイドを続けているような国家から武器を購入するって論外ですから、検討の余地もないことだと本来思うわけですけど、まあ、小野寺逸則さんみたいな人はそう考えないと思うので、まあ、いい加減にしてくださいと思います。はい。まあ、だからね、高市政権が存続するかどうかに関わらず、防衛省は絶対ドローンを買うべきじゃないですし、平山さんのことをみんなサポートするべきじゃないかなと思いますね。はい。そう、レアアースってどこでも使われてますからね。そう、結局統一教会を野放しにしてきて、ね、こんな風になってしまいましたからね。はい。維新議員の犯罪率で検索すればいい。ありがとうございます。7% ぐらいだっけ。だからね、はっきり言うけど、外国籍の方の犯罪率が 0.1% ぐらいなんですよ、確か。だから維新議員の犯罪率って、ちょっと信じがたい、率が高いので、はい。ですね。どういうことやれっていう感じなんですけど、代理店と防衛省に意見を送りました。ありがとうございます。ありがとうございます。皆さんもぜひ、防衛省に意見を送ってください。はい。ですね。自民党の罪は重いし、山上被告はこの構造の被害者ですよね。はい。この厳しい寒さの中でハンガーストライキは連帯して防衛省に圧力をかけないといけないですね。はい。ということでですね。誰か有名人の声に頼るのではなくて、まず我々一人一人が声を上げ、ストリートに出るのが民主的な戦いだろう。誰かの後ろではなく、自分たちの方法で行動を模索していく必要がある。合わせる必要はない。しできないこともする必要はない。できることをできる形でやっていく。危機においてはなおさらにということで、水口良樹先生と春眠りさんのコメントですけど、全くその通りかと思います。はい。水分取ってるから半数じゃないとか言ってる人は黙ってください。ハンガーストライキの意味ぐらい、調べてほしいなと思いますね。そういう人がもしいたらですけど。ということで、最後にこの人のメッセージを流して、ちょっと今回の配信終わりにしようと思います。はい。ということで、ちょっと音声流れますので、ご注意ください。No more. The dream of every Muslim is simply to be treated the same as any other New Yorker. And yet for too long we have been told to ask for less than that. And to be satisfied with whatever little we receive. No more. For as long as we have lived, we have known that no matter what anyone says, there are still certain forms of hate acceptable in this city today. Islamophobia is not seen as inexcusable. One can incite violence against our mosques and know that condemnation will never come. Elected officials in this city can sell t-shirts calling for my deportation without fear of any accountability. The consequences are stark. More than 1 million Muslim New Yorkers exist in this city only to be made to feel as if guests in our own home. No more. We stand on the precipice of an election, but that is not what today is about. We know that in less than 2 weeks, we will say goodbye to a disgraced former governor and our current indicted mayor. The bigger question is whether we are willing to say goodbye to something much larger. It is whether we are willing to say goodbye to anti-Muslim sentiment that has grown so endemic in our city that when we hear it, we know not whether the words were said by a Republican or by a Democrat. We know only that it was spoken in the language of the politics of this city. In an era of ever-diminishing bipartisanship, Islamophobia has emerged as one of the few areas of agreement. And while I appreciate all who have rushed to my defense over the past 2 days,
I think of those Muslims in this city who do not have the luxury of being the Democratic nominee, who do not have the luxury of being deemed worthy of solidarity. While my opponents in this race have brought this hatred to the forefront, this is just a glimpse into what so many Muslims have had to endure every day across the 5 boroughs that we call home. And while it would be easy to say that this is not who we are as a city, we know the truth. This is who we have allowed ourselves to become. A question lies before each of us. Will we continue to accept a narrow definition of what it means to be a New Yorker that makes smaller the number of those guaranteed a life of dignity? Will we remain in the shadows, or will we together step into the light? There are 11 days remaining until Election Day. I will be a Muslim man in New York City each of those 11 days, and every day that follows after that. I will not change who I am. I will not change how I eat. I will not change the faith that I am proud to belong to. But there is one thing I will change. I will no longer look for myself in the shadows. I will find myself in the light. Thank you. はい。ということで、ゾーラン・マムダニの選挙演説でした。彼は勝ちましたけど、結果的には。でも負けてたとしても、まあこの演説でね、主張してたことは、そのままですね、主張されるべきことだったんじゃないかなと思います。だから、自分はイスラム教徒として生きていくし、これからもそうであると、生き方を変えるわけじゃないんだと。いうことでですね。だから日本に住んでる海外ルーツの人たちとかもそうだと思うし、マイノリティの方々もそうだと思いますし、選挙で勝とうと負けようとですね、日陰の中を歩いていかなきゃいけない人なんてね、まあ犯罪者の人はちょっとどうかと思うけど、存在しないはずなんで、だからそういうことを言う言説っていうのはね、ヘイトスピーチだし、絶対許すべきじゃないっていうことですよね。はい。だから選挙が続いてもヘイトに対する戦いっていうのは続いていくので、はい。その気持ちでもってですね、やっぱり諦めずに戦い抜くしかないんじゃないかなと思います。はい。ということでですね。藤沢市で聞くだけってやつがイスラムヘイトをネタにしている金沢新聞の存在が心強いです。金沢新聞さん素晴らしいですよね。はい。だからマスメディアの人たちもね、いい加減もう、限界来てますよ。参政党がね、これだけ躍進する世の中になっちゃったでしょ。なんか普通の候補みたいなふりをして、保守党とか参政党の CM 流さないでくださいよ。さっき今 CM 切りましたけどね、私も。だからなんか無意識のうちにね、こういうものに加担してしまうのも嫌ですし、だから、左派が勝つにはですね、やっぱり地道にこういう具体的なですね、人々の生き方であるとか、存在っていうのをですね、話をしていくしかないと思いますので、これからもそれをやっていきたいなと思います。うん。いや、ほんとね、日本保守党とか参政党が大手を振って活躍できる社会っていうのは絶対におかしいですよ。ね、日陰にいるべき存在があるとしたらね、彼らの方だと思います。はい。ということでですね、本日の配信は以上となります。ご清聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録、高評価お願いしますということなんですけども、あれもしかして1900人いってる？ありがとうございます。ありがとうございます。1900人到達を昨日目標にして掲げててですね、1890人ぐらいだったんですけど、ありがとうございます。ありがとうございます。広告切った唐沢さんです。ありがとうございます。正月さんスパチャありがとうございます。ありがとうございます。いや、でも、星党の CM 流したくないっすよ、マジで。本当に。誰があんなやつなのっていう。ね。もう YouTube には本当バンしてほしいですね。参政党と星党は CM 流すべき政党じゃないから。はい。アラートさんこんばんは。カラスです。おめでとうございます。ありがとうございます。おつからすでした。戦争、紛争、虐殺、差別、独裁、人権侵害、反対、反戦、反差別ということでですね。はい。ですね。
まあ私もようやくというかね、なかなか最近伸びなくてですね、いろいろ悩んだりしていたんですけど、本当皆様温かい応援いつもしていただいてありがとうございます。まあこんな時、大変な時ですけれども、まあ大変な時だからこそ、まあ連帯してですね、ちょっと一人一人でも戦っていきましょう。はい。あくまで無理せずっていう感じでですね、本当皆さん本当無理しないでくださいね。今寒いし、ね、雪とかも大変なのでですね、どっかの人がね、嘘つきの人がこんな時期に占拠したせいで、大変だと思うので、皆さんくれぐれも無理されないでください。後でアーカイブ見ますということでありがとうございます。ありがとうございます。お疲れ様でした。戦争、虐殺、差別、反対、あらゆる科学に反対しますということでですね、モデレーターの皆様も本当ありがとうございました。はい、ということでですね、すいません、0時過ぎちゃいましたけど、本日の配信は以上となります。ありがとうございました。お疲れ様でした。次回の配信ですが、金曜になんか、また選挙関連のことね、フリートークしようかなと思ってるんですけど、まあ何も思いつかなかったらすいません、フリートークします。なんかまた同時視聴とかね、できたらまたやります。そして、まあちょっと選挙期間中は、CM とか切っとくようにします。あと土曜日はですね、スカーレット・クローワルツの、お田原風花さんとまた新作ゲームの方をですね、やろうと考えておりますので、ぜひとも期待しててください。あと日曜日はですね、選挙当日本番となりますので、例年通り、ですね、19時半頃から、選挙特報をやろうと思っておりますので、よかったら、配信そちらもチェックしておいてください。ということで本日の配信は以上となります。ご清聴ありがとうございました。お疲れ様でした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさい。